のささやきの朗読やあれは今から2年くらい前のことです。大学時代の友人と3人で深夜のドライブに出かけたんです。大した目的があったわけではありません。その日は金曜の夜で仕事終わりに集まって、誰かが海でも見に行くかと言い出して、なんとなくそのまま高速を使わず下道で県境の方まで走ることになりました。メンバーは運転していたのが匠、助手席に私、後ろにシンジ、この3人でした。匠は昔から運転が好きで、シンジは怖がりなくせに階段が好きで、私はそういう2人に付き合っているだけという感じでした。夜の11時を回る頃には街の明かりもだいぶ少なくなってきていて、道路沿いの店もほとんど閉まっていました。コンビニの明かりを最後に見たのがいつだったのか思い出せないくらい賛同ばかりになっていたと思います。腹減ったなぁと後ろからシンジが言いました。さっきコンビニ寄ればよかったのに。私がそう言うとシンジは少し不満そうに、だってもうちょい走ればなんかあるって言ったじゃんと匠に文句を言いました。匠は笑って、ナビ見たらこの先に店っぽいのあるぞと答えたんです。私はその時ちらっとカーナビの画面を見ました。青黒い地図の上に細い参道が一本伸びていて、その先に小さなフォークとナイフのマークが出ていました。店の名前も表示されていました。ドライブイン三崎。聞いたことのない名前でした。こんな山の中に？私がそう言うと、匠は肩をすくめて、昔からある店なんじゃない？と言いました。シンジは後ろから身を乗り出して、逆にいいじゃん。そういう古いドライブイン、俺好きだわ。なんて言っていました。でもそのあたりから少しずつ変な感じがあったんです。道路はずっと同じような参道なのに、ナビの到着予定時刻がなかなか縮まらない。5分。次に見ても5分。また少し走ってもまだ5分。これ、ちゃんと近づいてる？私がそう言うと、匠も少し気になったのか、画面を見て、あれ？と小さく言いました。確かに進んではいるんです。車の現在地の矢印は動いている。でも、目的地までの距離だけが妙に曖昧というか、一定のまま張り付いている感じがしたんです。シンジが半分ふざけて、それ、あれじゃない？つかないやつ。と言いました。何それ？階段にあるじゃん。ナビに従ってたら変なとこに連れて行かれるやつ。私は笑おうとしたんですが、その時フロントガラスの向こうに急に明かりが見えました。参道の先、右カーブを抜けた先に黄色っぽいぼんやりとした明かり。あまり明るくない。でも確かに営業中の店の明かりでした。お、あった。匠が少し嬉しそうに言って車を減速させました。道沿いに開けたスペースがあって、そこに古い平屋の建物が建っていました。色あせた看板。ところどころ文字が剥げていて、それでもかろうじて読めました。ドライブイン、三崎。確かにナビの表示と同じでした。
駐車場は広めでしたが、車は一台も止まっていません。夜中だから不思議じゃない。そう思ったんですが、店内に明かりはついていて、入り口の横には営業中の札も下がっていました。ただ妙に静かでした。山の中だから静かなのは当然なんですけど、そういう静けさではない。虫の声とか、風の音とか、遠くの川の音とか、そういう夜の音が何も聞こえないんです。エンジンを切った瞬間、それがよくわかりました。シンとしていました。シンジが小声で、なんか、やだな、と言いました。さっきまで調子に乗っていたくせに、こういう時だけは敏感なんです。匠は気にせずにドアを開けて、早く行こうぜ、と先に降りました。私も続いて降りましたが、空気が妙に冷たかったのを覚えています。季節は初夏だったはずなのに、その店の周りだけ秋の終わりみたいな冷え方をしていました。入り口の自動ドアはありませんでした。ガラスの引き戸で、匠が手で横に開けると、鈴が一つ、チリンと鳴りました。その音だけが妙にはっきりと耳に残りました。中は思ったより広かったです。4人掛けのテーブルがいくつかあって、壁際には古い漫画本の棚、窓際にはカウンター席、レジの横には厨房につながる小窓がありました。昭和の名残がそのまま残っているような古いドライブインでした。けれど、店員がいない。すいません、と、匠が声をかけると、少し間があってから厨房の奥の暗がりから女の人が出てきました。50代か60代くらい。痩せた人でエプロンをつけていて、髪は後ろで雑に束ねていました。いらっしゃい。そういった声は普通でした。でも、顔色がやけに悪かった。寝不足とか、そういう感じではなくて、古い写真みたいに色が薄いんです。まだ、大丈夫ですか？と私が聞くと、女の人は、ええ、とだけ言って、メニューを3冊無言でテーブルに置きました。メニューは想像以上に普通でした。カレー、ラーメン、生姜焼き定食、焼きそば、親子丼。そういういかにもドライブインらしいものばかり。値段も安かったんです。シンジが、なんか逆に当たりの店っぽいな、と言って少し安心したように笑いました。私もその時はちょっと考えすぎだったかなと思いました。3人とも温かいものを頼むことにして、私は味噌ラーメン、匠はカツカレー、シンジは肉うどんを注文しました。女の人は一度うなずいて厨房の奥へ戻っていきました。その背中を見ていて、私は一つだけ妙なことに気づいたんです。足音がしなかったんです。床は古くて歩けばきしみそうなのに、あの人は音を立てなかった。なあ。シンジが急に小さな声で言いました。この店、なんか変じゃない？今さら？いや、そうじゃなくてさ。シンジは窓の方を見ながら、車、なかったよな、と言いました。うん。なのに、外に誰か立ってるんだ。それを聞いて私と匠は同時に窓の方を見ました。窓ガラスの向こう、駐車場の端、街灯もない暗い場所に人影が一つ立っていました。男か女かもわからない。ただ、こちらを向いている。立っているだけ。客かな？
匠がそう言いましたが、店に入ってくる様子はありません。そのままじっとこちらを見ている。シンジは明らかにビビっていて、いや、あれおかしいだろ、と声を震わせていました。私は立ち上がって、もう少しよく見ようと窓に近づきました。すると人影は、スッと横に動いて、店の裏手に消えました。走ったわけでもなく、歩いた感じでもない。暗闇に溶けるみたいに横に流れていなくなったんです。その時でした。すぐ後ろで女の人の声がしました。窓には近づかない方がいいですよ。驚いて振り返ると、いつの間にか店員の女が料理を持って立っていました。湯気の立つ器を3つ、無表情のままテーブルに置いていきます。私は思わず、今、外に人が、と言いかけました。でも女の人はそれを遮るように静かな声で言いました。夜は窓の外を見ない方がいいんです。それだけを言って、また厨房へと戻っていきました。3人ともしばらく黙っていました。匠が苦笑いして、変わった店員さんだな、と言ったんですが、その顔も少し引きつっていました。私は箸を割ってラーメンを一口すすりました。味は普通でした。ちゃんとあったかい。むしろ少しほっとするくらい普通の味でした。けれど、シンジだけは箸をつけませんでした。どうかした？そう聞くと、シンジはうどんの丼を見たまま、これ、とだけ言いました。何？見て。シンジがそっと指をさしたので、私も器を覗き込みました。うどんのつゆの表面に天井の照明が映っていました。その横にもう一つ、誰かの顔みたいなものがぼんやりと映っていたんです。私たち3人の位置からして、そんな角度で顔が映るはずがない。しかも、それはシンジの真後ろから覗き込んでいるように見えました。おい。匠が息を潜めました。シンジがゆっくりと振り返ります。誰もいません。でももう一度丼を見ると、その顔はなくなっていました。その瞬間、店の奥の壁にかかっていた古い時計が、ボンと一回だけ鳴りました。時刻を見ると、午前2時ちょうどでした。そしてカーナビの画面が何の前触れもなく点灯しました。車のエンジンは切ってあるのにです。店の入り口から見える駐車場の車内で、ダッシュボードの光だけが青白く浮かんでいました。その光が誰かを呼んでいるみたいに見えました。シンジがかすれた声で言いました。なあ、もう帰ろう。その時、厨房の奥から店員の女の人がはっきりとした声で言ったんです。今はまだ外に出ない方がいいですよ。その言い方が忠告というより、まるで決まり事を告げるみたいで、私はその時初めて、ここはただの古いドライブインじゃない、そう思いました。私たちは食事を途中でやめることもできず、かといって落ち着いて食べることもできず、ただ黙って座っていました。店の中は相変わらずしんと静かでした。冷蔵庫のモーター音も換気扇の音も厨房の調理の音も聞こえない。なのにテーブルの上にはちゃんと湯気の立つ料理が並んでいる。そのこと自体がだんだん気味悪く思えてきました。匠が小さな声で、今のどういう意味だと思う？と聞きました。
私は答えられませんでした。シンジはさらに小さい声で、午前2時までは出るなってことなんじゃないかな、と言いました。もう2時だけど。じゃあ、2時がまずいんじゃないの？会話の内容が完全に怪談のそれで、普段なら笑って終わるはずなのに、その時は誰も笑えませんでした。私は気を紛らわせたくて、テーブルの端にあった卓上調味料や壁の張り紙を見ていました。メニューの写真、手書きの本日のおすすめの札、観光地の古いポスター、その中に一枚だけ違和感のある張り紙がありました。レジの横、白い紙に黒い文字でこう書いてあったんです。窓の外の人影に声をかけないでください。私は思わず立ち上がってそれを見に行きました。紙は新しく見えました。黄ばんでもいないし、最近貼られたような感じでした。後ろから匠も来て、何これとつぶやきました。その時、厨房の奥から女の人が出てきました。さっきと同じ無表情。でも今度はどこか疲れたような、諦めたような顔に見えました。私は意を決して聞きました。この張り紙ってどういう意味ですか？女の人は少しだけ黙ってから静かに答えました。声をかけると入ってきます。それだけでした。冗談を言っている風でも脅かそうとしている風でもありません。あまりにも当たり前のことみたいに言うので逆に何も返せませんでした。匠が無理に笑って、誰がですか？と聞きました。ですが女の人はその問いには答えませんでした。代わりに私たちの順番を見て、最後にカーナビの方向へ目を向けました。あなたたち、あれに連れてこられたんでしょう。その言い方に私はゾッとしました。ナビに案内された。確かにそうです。でも普通なら、ナビを見てきたんですね、というはずです。連れてこられた。その言い方は、まるで意志のあるものに導かれたみたいで、どうしても引っかかりました。どういうことですか？と私が聞くと、女の人は少し迷うように目を伏せ、それから店の奥にある窓の方を見ました。ここは来る人が決まっている時があるんです。決まってる？道に迷った人、帰る場所が定まらなくなった人、あるいは呼ばれた人。シンジが椅子のきしむ音を立てて立ち上がりました。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。意味わかんないって。女の人はシンジを見ても特に反応しませんでした。昔この道は今よりずっと使われていました。トラックも長距離バスも夜通し走っていた。その頃、この店は本当に繁盛していたんです。その声は平坦でしたが、どこか遠いものを見ているようでした。でも、山の向こうに新しい道路ができて、ここを通る車は減りました。事故も増えたんです。眠気でハンドルを切り損ねたり、ガードレールを越えたり、そういう話が出るたび、なぜか同じ話が残った。女の人は少しだけ声を落として言いました。事故の前にこの店に寄ったと言うんです。背中が冷たくなりました。でもこの店は、女の人はそこで言葉を切りました。そしてゆっくりとこう続けました。10年前に一度閉めています。
誰も何も言えませんでした。店は今開いている。私たちはここにいる。温かい料理も食べている。なのに、10年前に閉めた。それはつまり、どういうことなんだろう。閉めたって、どういうことですか？ようやく私が聞くと女の人は少し首を傾けて、火事があったんです、と言いました。その一言で、店の空気がまた少し冷えた気がしました。夜中の厨房で火が出て、店主夫婦が亡くなりました。私は、その時ここで働いていたんです。私は思わず女の人の顔を見ました。じゃあ、私は生きていますよ。そう言って女の人はかすかに笑いました。でもそれは安心できる笑い方ではありませんでした。生きていますけど、帰れていないのかもしれませんね。シンジが、もう、やめてくださいよ。と本気で怯えた声を出しました。その時店の外で何かを引きずるような音がしました。ザリ、ザリ、ザリ、と。駐車場の砂利を踏む音ではありません。もっと重たいものが地面をひっかいているような音。3人とも窓の方を見ました。でも、私はすぐ目をそらしました。張り紙を思い出したからです。窓の外の人影に声をかけないでください。女の人は小さく、見なくていい、と言いました。けれど匠は運転手だからなのか、車のことが気になったんだと思います。鍵、閉めたよな。とつぶやいて、入り口のガラス戸の方へと歩き出しました。匠？私が呼ぶと、匠は振り返らずに、車のとこ、ちょっと見てくるだけ、と言いました。その瞬間、女の人の声が鋭くなりました。ダメ！さっきまでとは違う、はっきりとした拒絶の声でした。匠は足を止めました。女の人は少し息を整えてから、低い声で言いました。2時から2時半までは、外に出ないでください。なんでですか？匠が聞くと女の人は、ガラス戸の向こうを見たまま言いました。この時間だけ、帰れない人が道に出るから。それが終わるのか終わらないかのうちに、入り口のガラスに、ペタッと何かが触れました。女の人の手みたいな白いもの。指が5本、はっきりと見えました。シンジが悲鳴を飲み込むような声を出して、私の腕をつかみました。ガラスの向こう側に誰かが立っていました。さっき、駐車場の端にいた人影です。今度はすぐ目の前にいる。顔は暗くてよく見えません。でも背丈からして女の人に見えました。長い髪が肩から垂れていて、濡れているみたいに光っていました。その人影は中をじっと覗き込むように立っていました。声は出さない。ただガラスに手を当てている。女の人がほとんど祈るみたいな声で言いました。見ないで。私は目を伏せました。でもその時一つだけ聞こえてしまったんです。ガラス越しに女の声で、とても近く耳元みたいな距離で、ねえ、乗せて。全身の毛が逆立ちました。外にいるはずなのに、どうして耳元で聞こえるんだ。シンジも聞こえたらしく、青ざめた顔で首を横に振っていました。匠は固まったまま入り口から動けなくなっていました。女の人が今度は私に向かってこう言いました。車のナビ切れますか？
案内を終わらせないと、また次を探しに来ます。意味はわからなかったのですが、その言い方があまりに切迫していて、私はとにかくうなずきました。車の鍵を。匠が震える声でポケットから鍵を出し、私に渡しました。俺、無理。その一言に彼が相当参っているのがわかりました。女の人は厨房の引き出しから古い懐中電灯を一本出して私に差し出しました。入り口は開けません。裏口から行ってください。裏口？店の裏からならあれと目を合わせずに車まで行けます。私一人で？そう聞いたとき、自分でも情けない声だと思いました。けれど女の人はうなずくしかありませんでした。あなたが一番まだ呼ばれていないから。その言葉の意味は後になってからわかります。でもその時の私はただただ恐ろしくて、理由なんて考える余裕もありませんでした。厨房の奥の細い通路を抜けると、確かに裏口がありました。鉄の扉、女の人が開けると、外気の冷たさが一気に流れ込んできました。店の裏手は真っ暗で、雑草が腰の高さまで伸びていました。懐中電灯の丸い光だけが足元を照らします。私は鍵を握りしめて、できるだけ音を立てないように進みました。店の裏を回れば、駐車場の私たちの車はすぐそこです。でも、そのわずかな距離が信じられないほど長く感じました。店の裏側からは何も聞こえません。風の音もない。虫の声もない。ただ自分の呼吸だけ。雑草を踏む音だけ。ようやく車の後ろに回り込んで、私はドアのロックを開けました。その瞬間、車内のナビ画面がパッと明るくなりました。誰も触っていないのに案内表示が出ています。目的地に到着しました。そう表示されていました。私は助手席側から身を乗り出してナビの電源ボタンを押しました。消えない。もう一度押す。消えない。画面には地図ではなく、暗い背景に一本の道だけが表示されていて、その先に赤い印が点滅していました。印の名前はこうなっていました。次の案内先。その瞬間、助手席の窓をコンと叩く音がしました。私は凍りつきました。すぐ横、窓の向こうに女の顔がありました。青白くて髪が濡れて張り付いていて、目だけが異様にはっきりとしている。その口が動いて笑ったように見えました。私は叫びそうになるのをこらえて、夢中でナビの設定画面を開きました。ルート解除、目的地削除、履歴消去。指が震えて何度も押し間違えました。窓を叩く音がコン、コンと増えていきました。まるで中に入れてもらう合図みたいに。ようやく案内を終了しますかの表示が出て、私はそれを押しました。画面が一瞬暗くなって、次の瞬間、バックモニターでもないのに、画面いっぱいに店の入り口の映像が映りました。ガラス戸の前に人が何人も立っていたんです。一人ではない。5人、6人、もっといたかもしれません。みんなこちらを向いて黙って立っている。その中に店員の女の人の姿まで見えました。私は混乱しました。女の人は今、店の中にいるはずです。じゃあ、画面に映っているあれは何だ？しかもその人影たちは
少しずつこちらへ歩き始めていました。私は反射的にエンジンをかけようとしました。でも鍵は私が持っているだけで差し込んではいない。当然動くはずもない。その時、助手席の窓のすぐ外で、さっきと同じ女の声がしました。次は、あなたが案内する番。私は悲鳴を上げて、ドアを開けて飛び出しました。そして、懐中電灯を落としながら、店の裏口へ向かって、無我夢中で走ったんです。店に戻った時、私は半分泣いていました。裏口から飛び込むと、シンジがすぐに駆け寄ってきて、どうだったと聞きました。私は息が切れて、うまく喋れませんでした。それでもなんとか、ナビで、変で、人が、と伝えると、女の人は静かに目を閉じました。やっぱり、その一言に、私はようやく少しだけ怒りが出ました。やっぱりって何ですか？あれ、何なんですか？すると女の人は今度は逃げずに答えました。道に置いていかれた人たちです。置いていかれた？事故で亡くなった人、家に帰れなかった人、誰にも見つけてもらえなかった人、そういう人が道の途中に残ることがあるんです。その言い方は昔話をするみたいに静かでした。でも残ったものは自分で行き先を決められません。だから道具を使うんです。標識や明かりや一番多いのはナビです。私はさっき見た画面を思い出して背筋が寒くなりました。行き先をなくした者が次の行き先を探しているんです。一人見つけるとまた一人、そして道の途中に増えていく。シンジが震える声で言いました。それって、俺たちどうなるんですか？女の人は時計を見ました。壁の古い時計。針は2時20分を指していました。2時半までここにいられれば大丈夫です。ここは大丈夫なんですか？私がそう聞くと、女の人は少しだけ店内を見回して、この店も店の途中みたいなものですから、と言いました。その答えは理解できたような、できないようなものでした。でも少なくとも今は、この店の外よりはマシなんだとわかりました。私たちは入り口から離れた奥の席に移動して、3人とも固まるように座りました。店員の女の人は入り口の近くに立ったまま外を見ていました。その姿を見ていて私はあることに気づきました。この人、さっきから一度も自分の名前を言っていない。あなたは？そう声をかけると女の人は振り返らずに、知恵です、と答えました。ずっとここにいるんですか？ええ。10年前から？少し間があって、千恵さんは言いました。多分、その言い方がたまらなく不安でした。まるで自分でも時間の流れがわからなくなっているみたいで。その時です。店の外で一斉に音がしました。ペタ、ペタ、ペタ。濡れた手がガラスに次々と触れるような音。私は見たくなかったのに、反射的に入り口の方を見てしまいました。ガラス戸いっぱいに手がついていました。子供の手、大人の手、細い指、節くれだった指。いくつもの白い手形が内側へ押し付けられている。でも外には誰の姿も見えない。
手形だけが増えていく。シンジがすすり泣くみたいな声で、無理だって、とつぶやきました。匠はずっと黙っていましたが、ハンドルを握る癖が出たのか、膝の上で何かをつかむように手を固めていました。千恵さんが低い声で言いました。誰が呼ばれたのか、向こうも探してる。私はその言葉に引っかかりました。誰が呼ばれたか？千恵さんはようやくこちらを見ました。ここに来る人たちは、大抵一人だけ強く目をつけられているんです。その瞬間、私は最初に言われた言葉を思い出しました。あなたが一番、まだ呼ばれていないから。じゃあ、呼ばれているのは誰なんだ？私とシンジは同時に匠を見ました。匠は顔を上げませんでした。ただ、小さく舌打ちをして、言うつもりなかったんだけど、とつぶやきました。その声で店の空気が変わりました。私は嫌な予感がしました。すると匠はしばらく黙った後、やっと話し始めました。この道、初めてじゃないんだよ。去年の夏にも一人で通っているんだ。私は何も知りませんでした。シンジも初耳だったようです。匠は目を伏せたまま、ぽつり、ぽつりと続けました。その時も夜で、眠くて、ちょっと居眠りしかけたんだ。ガードレールにすって、危うく落ちるとこだった。その時道の脇に女が立っているのが見えたんだ。びっくりしてハンドルを戻して、なんとか止まったけれど、降りて確かめる勇気はなかった。そして、そのまま逃げたんだ。千恵さんが静かに聞きました。何があったか見ましたか？匠は首を横に振りました。いや、でも。そこで彼は初めて本当に苦しそうな顔をしました。あの時、バックミラーに映ったんだよ。女が一人じゃなかった。ガードレールの下にもう一台車が落ちていたんだ。シンジが息を飲みました。警察には言ってない。その答えにしばらく誰も言葉が出ませんでした。匠はかすれた声で言いました。事故を見たのか、ただの見間違いだったのか、自信がなかったんだ。変なことを言って面倒になるのも嫌で、そのままにしたんだ。千恵さんがとても静かな声で言いました。見つけてもらえなかったんでしょうね。責めるわけでもなく、ただ事実を置くみたいな言い方でした。匠は両手で顔を覆いました。その時店の外から女の笑い声が聞こえました。とても楽しそうな、でも人間の声とは思えない軽さの笑いでした。入り口のガラス戸の向こうに、今度ははっきりと姿が現れました。あの女です。髪の濡れた青白い顔の女。その後ろにさらに何人もの人影が並んでいる。女は口を開き、ガラス越しにこう言いました。返して。声は小さいのに、店の中のどこにいても聞こえるみたいにはっきりと届きました。見たのに言ったでしょ。匠の肩が大きく震えました。私たちを見たのに、シンジが、匠と呼びました。けれど匠は返事をしません。ただうつむいたまま、何度も小さく、ごめん、ごめん、とつぶやいていました。千恵さんが入り口の前に立ち、
女に向かって言いました。ここは通さない。すると女はゆっくりと首を傾けました。あなたもまだそこにいるの？その言葉に千恵さんの表情が初めて崩れました。ほんの一瞬だけひどく悲しそうな顔になったんです。私はその時ようやく気づきました。この人ももしかしたら。その先を考えた瞬間、店の照明が一斉に落ちました。真っ暗。シンジが叫び、私も思わず椅子にしがみつきました。次の瞬間、レジの上の非常灯だけがついて、店内を青白く照らしました。その薄暗い光の中で、入り口のガラス戸が少しだけ開いていました。誰かが中に入ってきたんです。足音はしません。でも、床の上を何か冷たいものが滑る気配が、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。千恵さんの声がしました。目を閉じて。私たちは言われた通りに目を閉じました。見たらダメだ。そう思いました。近い。もうすぐそこにいる。濡れた髪の匂いみたいな生ぬるい水の気配が漂ってきます。そして私のすぐ前ではなく、匠の真正面でそれが止まったのがわかりました。女の声、今度はとても優しく。帰り道を教えて。匠が声を出しました。知らない。嘘。知らない。わからないんだよ。暗かったし、怖くて。でも言った。ごめん、ごめん。そのやりとりを私は目を閉じたまま聞いていました。ですが、何もできませんでした。ただ、ここで私が何かを言ったら、その女の顔を見てしまいそうで。その時また古い時計が、ボーンとなりました。1回、2回。時計を見るまでもなく、2時半だとわかりました。すると店の中の空気が、スッと軽くなりました。あれほど重かった圧が急に引いていく。濡れた気配も遠ざかっていく。そしてしばらくしてから、千恵さんが、もう大丈夫、と言いました。恐る恐る目を開けると、入り口のガラス戸は閉まっていて、外にはもう誰もいませんでした。手形もきれいに消えていました。ただ、匠だけが床に座り込んで泣いていました。声を殺して、子供みたいに。それからしばらくして、東の空が少し白み始めました。山の夜明けは遅いですが、確かに闇の濃さが薄れてきました。千恵さんは私たちに温かいお茶を出してくれました。そのお茶の湯気を見たとき、初めて、ああ、まだ生きているんだ、と思えたのを覚えています。匠は顔を上げて、警察、と答えました。去年のこと、ちゃんと話す。見間違いでもいいから、あの場所を伝える。シンジは何も言いませんでしたが、その答えにだけはゆっくりとうなずきました。私もそれがいいと思いました。遅すぎるとしても何もしないよりはずっといい。朝の5時を過ぎる頃、私たちは店を出ることにしました。外はもう普通の参道の朝で、鳥の声も聞こえていました。駐車場に立つと、昨夜の異様な静けさが嘘みたいでした。車に乗り込んで、私は思わずナビの画面を見ました。普通の待ち受け画面、履歴も消えていました。ドライブイン、岬の表示はどこにもありませんでした。エンジンをかける前に、私は店の方を振り返りました。千恵さんが
入り口の前に立っています。夜と同じエプロン姿で私たちを見ている。私は窓を少しだけ開けて、ありがとうございました、と言いました。千恵さんはほんの少し笑ってこう言いました。次は明るいうちに休んでください。その言葉だけはとても人間らしく聞こえました。私たちは車を出して山道を下りました。1時間後、匠は最寄りの警察署に行って去年のことを話しました。最初は半信半疑だったみたいですが、場所を聞いた警察が捜索をした結果、本当に崖の下から古い事故車両が見つかったそうです。運転をしていたのは若い女性だったと聞きました。行方不明届も出ていたらしい。それを知ったとき、匠はしばらく何も喋れませんでした。もちろん私たちも同じでした。見つかってよかったとは簡単に言えない気持ちでした。もっと早く伝えていれば、あの人はあの道に取り残されずに済んだのかもしれない。その後私は一度だけ昼間にその道を通ったことがあります。どうしても気になって一人で確かめに行ったんです。でもあの場所にはドライブインはありませんでした。あったのは雑草に埋もれた古い更地だけ。看板の土台みたいなものが斜めに残っているだけでした。近くのガソリンスタンドで聞いたら、その辺りには昔、確かにドライブインがあったそうです。名前は、ドライブイン、三崎。10年ほど前に火事になって、そのまま潰れたと。店員さんがいたかどうかまではわかりませんでした。私はそれ以上何も聞きませんでした。聞いてしまったら、千恵さんが何者だったのか、本当に知ってしまいそうで。ただ、あれから今でも夜中に長い山道を走っていると、たまにナビが変なことを言う時があります。本道から外れているわけでもないのに、急にルートの再検索を始めたり、存在しないはずの休憩所を目的地候補に出したり。そんな時、私は必ず音量を切ります。画面も見ません。そしてできるだけ早く明かりのある場所で休みます。あの道にはまだ帰れない人がいるのかもしれません。あるいは帰り道を知っている誰かを今も探しているのかもしれません。深夜のナビは便利です。でも時々、あれは目的地ではなく、行き先を失った者の願いを拾ってしまうことがある。だから夜の山道で見知らぬドライブインに案内されても、どうかすぐには従わないでください。そこが本当に休むための場所とは限りません。同窓会の案内状にはこう書いてあった。今年の同窓会では校庭に埋めたタイムカプセルを開けます。20年前の自分からの手紙を受け取りに来てください。その一文を読んだとき、少しだけ胸がざわついた。タイムカプセルを埋めた日のことはよく覚えている。中学3年の冬、卒業する前に、クラスのみんなで校庭の隅に穴を掘って、そこに箱を埋めた。未来の自分への手紙、将来の夢、好きだった人の名前、みんなそんなものを書いて入れた。でも一人だけ何を書いているのかわからない奴がいた。水野健だった。水野はあまり目立たない奴だった。暗いわけではない。不良でもない。勉強も運動も普通。でも、なぜかあまり喋らなくて、
いつも一人でいることが多かった。いじめられているというほどではない。でもみんな少し距離を置いていた。話しかければ普通に喋るけど、自分から話しかけてくることはなかった。水野はタイムカプセルに入れる手紙を誰よりも長い時間をかけて書いていた。何枚も何枚も書いていた。誰かが冗談で、一緒でも書いてんのかよ、と言った。水野は笑って、まあ、そんなものかな。その時はみんな笑った。水野も少し笑っていた。でも今思うと、あの時、水野だけ笑っていなかった気がする。タイムカプセルを埋めるとき、先生が言った。みんないいか？ 20 年後には絶対に開けるからな。その時は全員集まれよ。みんな適当に返事をした。でも水野だけやけに真面目な顔で言った。先生、本当に開けてくださいね。絶対ですよ。先生は笑って、わかったわかった、と言った。水野はもう一度言った。絶対開けてくださいね。もし開けなかったら困るんです。どうしてそんなにも真剣なのか、その時はわからなかった。タイムカプセルを埋めた日から少しして、水野は学校に来なくなった。最初は風邪だと聞いた。次は入院したと聞いた。そしてしばらくしてから、水野は亡くなったと聞いた。病気だったらしいんだ。だけど詳しいことは誰も知らなかった。葬式に行ったやつもほとんどいなかったと思う。まだ子供だったから人が死ぬということがよくわかっていなかった。だけどいつの間にか水野の席はなくなって、卒業アルバムにも水野の写真は写っていなかった。それは最初からいなかったみたいに。そして20年経った。同窓会の日、俺たちは校庭に集まっていた。冬の夕方で空は暗くなりかけていた。校庭の隅、昔タイムカプセルを埋めた場所には小さな木の杭が打ってあった。ここだよな。懐かしいな。覚えてる覚えてる。みんなスコップを持って土を掘り始めた。土は思ったよりも硬くて、なかなか箱は出てこなかった。しばらく掘って、ようやくスコップが硬いものに当たった。お、あったぞ。土の中から大きな金属の箱が出てきた。錆びついてはいたけれど、ちゃんと当時のままの形をしていた。みんなで土を払って箱を地面の上に置いた。先生が鍵を取り出した。じゃあ、みんな開けるぞ。なぜかわからないけれど、その場にいた全員が少しだけ黙った。先生が鍵を回して、ゆっくりと蓋を開けた。箱の中には封筒がたくさん入っていた。20年前の自分たちの字で書かれた名前。うわ、懐かしい。俺ってこんな字だったっけ？太郎って誰だよ。あ、これ俺か。みんな笑いながら自分の名前の封筒を探し始めた。その時一人が言った。あれ？封筒一つ多くないか？箱の中にはクラスの人数分より封筒が一通多く入っていた。その封筒の表にはこう書いてあった。20年後のみんなへ。名前は書いていなかった。でもその字を見たとき、誰かが小さな声で言った。
これって、水野の字だ。その瞬間風もないのに、校庭の木が大きく揺れた。箱の中に入っていた、20年後のみんなへ、と書かれた封筒。それを見つけたとき、その場にいた何人かが、同時に水野の名前を口にした。でも、おかしいことが一つあった。水野はタイムカプセルを埋めた後、すぐに学校に来なくなったはずだ。卒業アルバムにも載っていない。卒業式にも来ていない。なのに、タイムカプセルの中に水野の封筒が入っている。水野って、これ入れてたっけ？誰かがそう言った。だが誰もはっきりとは覚えていなかった。ただ水野がやけに長い時間手紙を書いていたことだけはみんな覚えていた。先生がその封筒を手に取った。少し迷ってからこう言った。これはみんなで読んでもいいか？誰も反対しなかった。先生はゆっくりと封筒を開けた。中には何枚も紙が入っていた。先生はその1枚目を読み始めた。20年後のみんなへ。この手紙を読んでいるということは、ちゃんとタイムカプセルを開けてくれたんですね。ありがとうございます。先生もちゃんと開けてくれたんですね。よかったです。先生はそこで少しだけ読むのをやめた。そしてまた続きを読んだ。多分この中には僕は入っていないと思います。20年後には僕は多分もういません。でもどうしてもこれだけはみんなに伝えておきたいことがあります。周りが少し静かになった。風の音と紙の音だけが聞こえた。僕は中学3年の3学期、多分死にます。もう決めているんです。怖いけど、多分そうなります。そこで誰かが小さく、え？と声を出した。先生は震える声で続きを読んだ。誰かのせいにしたいわけではありません。でもちょっとだけ疲れました。教室にいると息が苦しくなります。誰も僕のことを見ていないのに、ずっと見られている気がします。誰も僕に触らないのに、ずっと触られている気がします。僕の机が少しずつ後ろに下がっていくのをみんなは知っていましたか？気がついたら僕の机だけ教室の一番後ろにありました。卒業写真を撮るときも僕だけ端でした。でも、それでもよかったです。教室にいられるだけでよかったです。本当はみんなと普通に話して、普通に笑って、同窓会にも行きたかったです。ここで先生は完全に読むのをやめた。誰も何も言わなかった。遠くでカラスが鳴いていた。先生は最後のページを開いた。最後、読むぞ。先生の声は少しかすれていた。だから、お願いがあります。20年後、タイムカプセルを開けるときは、僕もそこに入れてください。机の中に入れてほしいものがあります。それは僕の机の中に入っています。茶色い封筒に入れてあります。それをタイムカプセルに入れてください。そうすれば20年後、僕もみんなと一緒にそこにいられます。先生はそこで手紙を読むのをやめた。そして小さな声で言った。入れた。周りにいた何人かが先生を見た。
先生は下を向いたまま言った。水野の机の中に封筒が入っていたんだ。言われた通りにタイムカプセルに入れた。言われた通りに。嫌な沈黙が流れた。誰かが言った。その封筒ってどれ？先生は箱の中を見て、一つの古い茶色い封筒を取り出しました。名前は書いてありませんでした。封筒はテープで何重にも閉じられていた。先生が言った。これだ。その封筒を見たとき、なぜかその場にいた全員が後ろへと下がった。見てはいけないものを見ているような、そんな感じがした。先生は震える手で、ゆっくりと封筒のテープを剥がし始めた。テープを一枚剥がすたびに、ベリ、ベリという音だけが校庭に響いた。全部剥がして、先生は封筒の中に手を入れた。そして中身を取り出した。出てきたのは小さなビニール袋だった。その中に入っていたのは黒い髪の毛と爪と歯だった。誰かが短く息を飲んだ。ビニール袋の中にもう一枚紙が入っていた。先生はその紙を開いた。そこに書いてあった言葉を先生は声に出して読んだ。これで僕の一部もタイムカプセルの中に入ります。20年後、開けてくれてありがとうございます。やっと、みんなと同じ場所に行けます。その時タイムカプセルの箱の中から、コンコンと音がした。誰かが箱を叩いているみたいな音だった。その場にいた全員がゆっくり箱の中を覗き込んだ。箱の一番下、封筒の下の暗いところからもう一通封筒が出てきた。誰もそれを入れた覚えはなかった。白い封筒だった。表にこう書いてあった。今のみんなへ。タイムカプセルの箱の底から出てきた今のみんなへと書かれた白い封筒。誰もその封筒を入れた覚えはなかった。先生も幹事も、そんな封筒は知らない、と言った。でもその封筒は確かにタイムカプセルの一番下から出てきた。土で少し汚れていて、古いはずなのになぜか紙は新しかった。まるで最近入れたみたいだった。先生はしばらく黙っていたが、やがてその封筒をゆっくりと開けた。中には手紙が一枚だけ入っていた。先生はその手紙を開いて、そして少しだけ顔をしかめた。読むぞ。先生は静かな声で読み始めた。今の皆さんへ。20年後、そこに集まっているんですね。僕も本当はそこに行きたかったです。でも、やっぱり行けませんでした。なので先生にお願いして、僕の代わりに、あるものをタイムカプセルに入れてもらいました。さっき見てくれましたよね。髪の毛と爪と歯です。誰かが小さく、やめろよ、と言った。でも先生は読み続けた。あれは全部僕のものです。生きているうちに少しずつ集めました。これを箱に入れておけば、20年後に箱を開けたとき、僕の一部もそこに出てこられると思ってからです。僕はみんなと同じ時間を生きたかったです。でも、それは無理でした。だからせめて20年後、同じ場所にいたかったです。
先生は手紙を持つ手を少し震わせながら最後の部分を読んだ。だけどもう一つお願いがあります。もしまだ僕のことを覚えている人がいたら、タイムカプセルを埋めた日のことを思い出してください。あの日最後にみんなで写真を撮りましたよね。あの写真、僕とっても好きなんです。だって、あの写真の時だけみんな僕の方を見てくれていたから。そこで先生は手紙を読むのをやめた。誰も何も言わなかった。風の音だけが聞こえた。写真？誰かがそう言った。タイムカプセルを埋めた日の写真。確か誰かのカメラで撮ったはずだった。あ、俺それ持ってるかも。そう言って一人がスマホを取り出した。昔の写真をデータ化して持っているらしかった。そしてしばらくスマホを操作して、あったと言った。みんなでそのスマホを覗き込んだ。そこには20年前の俺たちが写っていた。校庭でタイムカプセルを埋めた後、みんなで並んで撮った写真。前の列に女子、後ろに男子、真ん中に先生。そして一番端の後ろに少しだけ離れて水野が立っていた。みんなカメラの方を向いて笑っていた。でも水野だけはカメラではなくて横を見ていた。水野の視線の先を見て俺は気づいた。写真の中の俺たちは全員水野の方を見ていた。カメラではない水野の方を見ていた。変な写真だった。まるで水野を囲むみたいに全員が水野の方を向いて立っている。誰かが言った。あれ？こんな写真だったっけ？その時先生が小さな声で言った。あの日、水野が倒れたんだ。全員先生を見た。そして先生はゆっくりと話し始めた。タイムカプセルを埋め終わった後、写真を撮ろうとして並んだ時、水野が急に倒れたらしい。過呼吸みたいになって、その場にしゃがみ込んでしまった。そしてみんなびっくりして、水野の方を見た。その時、誰かがシャッターを押してしまった。だからあの写真は、全員がカメラではなくて、水野の方を見ている写真になった。先生は、水野を保健室へと連れて行った。その時水野が先生に言ったらしい。先生、さっきの写真、僕写ってましたか？先生は、写っていたよ、と言った。水野は少し笑って、こう言ったらしい。よかった。あの時みんな、僕のこと見てくれていたから。ちゃんと、あそこにいたって残りますよね。先生の話を聞いたとき、胸の奥が少しだけ痛くなった。水野はずっと誰かに見ていて欲しかっただけなのかもしれない。いじめられていたわけではない。でも誰からも見られてはいなかった。いない人みたいに扱われていた。だから水野は自分の髪や爪や歯を箱に入れて20年後にここに出てこようとした。みんなと同じ場所に来ようとした。その日の帰り、みんなで校門のところまで歩いた。振り返ると、さっき埋め直したタイムカプセルの場所が見えた。夕方で、校庭にはもう誰もいなかった。でも、タイムカプセルを埋めた場所のところに、誰かが立っているように見えた。黒いコートを着た細い人影。風もないのに髪だけが揺れていた。その人影は
校庭の真ん中に向かってゆっくりと歩いていった。まるでこれから写真を撮る場所に向かうみたいに。そして途中で立ち止まってゆっくりとこっちを向いた。顔はよく見えなかったけれど、少しだけ笑った気がした。そしてその後同窓会の写真が送られてきた。ホテルの前で撮った集合写真だった。何気なく人数を数えて少しだけ合わない気がした。一人多い気がしたんだ。一番後ろの列の端に知らない男が一人写っていた。痩せていて髪が少し長くて静かに笑っていた。その男はカメラではなくて少し横を見ていた。その視線の先には誰も映っていない空間があった。でもなぜかわかった。あそこに水野が立っているんだと思った。写真の裏に手書きで文字が書いてあった。誰の字かわからない細い字だった。やっと同窓会に来られました。と。幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さなアパートに住んでいました。夜になったらいつも畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになりました。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋で、カン、カンという変な音が響いたんです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。だがしかし、そこには何もない。カン、カンと、また少しして、さっきと同じ音がまた聞こえてきました。どうやら、居間の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の、聞こえたと聞いてきました。空耳なんかではなかったようです。もう一度部屋の中を見渡してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありませんでした。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえてきた。姉もさっきの音が気になったらしく、今を見てみる、と言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。そこで私たちは見てしまいました。居間の中央にあるテーブル。それはいつも私たちが食事をとったり団らんしたりするところ。そのテーブルの上に人が座っていたんです。こちらに背を向けているので顔まではわかりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということはわかりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で、背筋をまっすぐに伸ばしたまま、テーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きません。私は恐ろしさのあまり、足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない。もし出せば恐ろしいことになる。だがその女はこちらには全く振り向く気配もなく、
ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けていました。私はとうとう耐えきれず、うわーと大声で何かを叫びながら寝室に飛び込みました。母を叩き起こし、居間に人がいると泣きわめいた。どうしたの？こんな夜中に。そういう母を引っ張って居間に連れて行きました。居間の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていました。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありませんでした。しかし、そこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子はみじんもなく、テーブルの上だけをじっと見ていました。母が姉に何があったのかを尋ねてみたところ、あそこに女の人がいたとだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、もう早く寝なさいとだけ言って3人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。寝室に行って母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通ではなかった。何か恐ろしいものを見たのでは？そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみました。お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でボソッとつぶやきました。あんたがあんな大きな声を出したから。それ以来、姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに、無視されることが多くなりました。そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたんです。姉は女と目が合ってしまったんだ。きっと想像できないほど恐ろしいものを見てしまったんだ。そう確信していましたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていきました。中学校に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになっていました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活して、家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。カン、カンと、かなりかすかな音です。金属っぽい音。それが何なのかを思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の。カン、カン、と、また鳴りました。扉の向こうから、さっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて、ねえ、ちょっと起きてと叫びました。しかし、妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありませんでした。母はずっと早寝をしている。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だけでした。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度、あの音が。カン、カン。私はついにその音がどこで鳴っているのか分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていました。キッチンのそばから居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいました。幼い頃、姉と共に見た記憶が急速に蘇ってきました。女はあの時と同じ姿で、
白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。そして、カン、カン。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えてはいませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私の方を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったり収まる大きさの鉄釘が刺さっていました。よく見ると、両手には鈍器のようなものが握られている。そして、口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなたたち家族も、おしまいね。ふふふ。次の日気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして昨日何があったのかを思い出し、母に、今で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのと聞いてみましたが、何のことと言うではありませんか。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうが、とケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡していたとのことでした。そんなはずがない。私は確かに今であれを見て、そこで意識を失ったはずです。誰かが今で倒れている私を見つけて、ベッドに運んだとしか考えられませんでした。でも、改めて思い出そうとしても、頭がもやもやとしていました。ただ、最後のあのおぞましい表情と、にやりと笑った口から出た言葉は、はっきりと覚えていました。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方頃、学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら、居間には母がいて、キッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は真っ暗でした。電気も消えていました。お母さん、どこにいるの？私は玄関からそう言いましたが、家の中はしんと静まり返って、まるで人の気配がしませんでした。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母ですので、たまにこういうこともあるのです。やれやれ、と思いながら、靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、カン、カン、と、居間の方で何かの音がしました。私は全身の血という血が、一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ。ここにこれ以上いてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。そしてお母さんはどこにいるの？妹は？家族のことを考えて、さっきの音を何とかして忘れようとしました。これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったんです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、私は近くのスーパーに来ていました。お母さん、きっと買い物してるよね。と一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので、店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って普通の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず。あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ。あの状態で
人なんかいるはずがない。でも、もしいたら、私は玄関までしか入っていないので、ちゃんと中を見ていません。ただ電気が消えていただけ。もしかすると、母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気づかなかっただけかもしれない。なんとかして確かめたい。そう思い、私は家に電話をかけてみることにしました。スーパーの脇にある公衆電話。お金を入れて、震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回、2回、3回。コール音が頭の奥まで響いてきます。そして、ガチャッと誰かが電話を取りました。私は息を飲んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて、私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない。足もガクガク震え出して、立っているのがやっとだった。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でも、この異常には気づきました。なんで？お母さん。なんでって何が？ちょっと大丈夫？本当にどうしたの？お母さんが今、こうやって電話に出れるはずがないんです。私の家には居間にしか電話がないんです。さっき居間にいたのはお母さんではなく、あの化け物だったのに。なのにどうしてこの人は平然と電話に出ているんだろう。それに、今日は随分と遅いじゃないと、まるで最初から今までずっと家にいたかのような言い方。私は、電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が、得体の知れないもののようにしか思えなかった。そして、乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなた、誰なの？誰って。そして少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。ふふふふ。カンカン、その後。以前このスレでカンカンという話を投稿したものです。あれから8年近くもの月日が経ちました。またも恐ろしい出来事がありましたので、皆様にお伝えしたいと思います。拙い文章であることに加え、前回の話を読んでいない方には、少々伝わりにくいかもしれませんが、ご了承ください。現在私の実家のアパートには、母と妹が住んでおり、二つ上の姉は実家からだいぶ離れた場所で就職し、私は隣の県の大学に通いつつ、一人暮らしをしています。父は単身赴任で、8年前と変わらず全国を転々としています。去年の冬、久しぶりに実家から連絡があり、母から家に戻ってきなさい、と声をかけられました。私はとにかく家に帰るのが嫌で、せっかくの休日をあのおぞましい場所で過ごしてたまるものか、と思い、母の誘いを毎年頑なに断っていましたが、今年はめったに戻ることのない姉と父が帰ってくることもあり、母の怒声にも押され、卒論を間近に控えつつも、しぶしぶ帰省することにしました。恐ろしい目にあった家に再び戻ることにも抵抗は十分あったのですが、実はそれよりも怖いことがありました。母には申し訳ないことなのですが、母と対面するのが何よりも怖かったんです。かつて母と電話越しで会話をしたとき、母が明らかにおかしな様子だったのを今でも覚えています。母の声なのに、母じゃないものと会話をしていたあの瞬間、今でも忘れられません。とはいえ、すべては過去のこと。あれを見た後でも、私の身の回りでは、特におかしなことはなく、
幸運なことに家族の中で病気をしたり、怪我をしたりする人もいませんでした。姉も妹も元気そうにしているし、母も父もここ8年で変わったことはないようです。もはや家族がおしまいという呪いの言葉だけではなく、白い着物姿の女を見たことさえも夢だったのではないかと思い始めているところでした。耳にこびりついているあの嫌な音だって、いつかきっと忘れるに違いありません。絶対に大丈夫と自分に強く言い聞かせ、私は実家へと向かいました。帰省を避けていた本当の理由を母に悟られないよう、せめて実家にいる間は明るく振る舞おうと心に決めていました。家に帰った私はほっとしました。父も母も妹も姉も元気そうで、久しぶりに帰省した私を見て、卒業は大丈夫なのか、彼氏はできたのか、などとお約束のおせっかいを焼くのでした。あれほど気にしていた母も変わった様子はなく、ホテルの清掃業のパートで日々忙しいとのことでした。しかし姉に話しかけることだけは気まずく、ためらわれました。その理由は、8年前のあの出来事があってから、姉は私のことを今日まで徹底的に無視し続けたからです。幼い時、あの真っ暗な居間で私が大声で叫んだことが絶好のきっかけに違いなく、私に対する姉の冷たさは尋常ではありませんでした。そんな姉が実家で発した言葉に私は耳を疑いました。あんたのことずっと無視しててごめん。まさか、かれこれ8年も無視されていた姉から謝罪の言葉があるとは思いませんでした。私こそごめんなさい。でも、突然どうしたの？もしかして何かあった？驚きのあまり聞かない方が良いことまで聞いてしまったような気がしました。姉はどこかぎこちない表情を浮かべましたが、昔使っていた姉と私の共用部屋に私を招いて話をしてくれました。私の家でね、あの音が聞こえたの。あの音という言葉を聞いただけで、私は何かひんやりとしたものが背筋を伝うのを感じました。姉はそんな私の様子を見てから話を続けました。あの日、仕事から帰ってきたのが夜9時頃。それで、部屋でテレビを見ていたんだけど、風呂場の方で、カン、カンって、ちっちゃい頃あんたと一緒にその音を聞いたことがあったから、すぐにわかったよ。これはやばいって。近くに同僚が住んでいたから、速攻で家を出て、その友達のところに行ったの。その友達ん家で話をしていたら、また風呂場の方から、カン、カンって、おかしな鉄の音だった。友達も私もパニックになって、部屋を出て警察を呼んだ。でも結局、風呂場には何もなかったし、一応部屋も調べてもらったんだけど、何もなかった。姉の話は、8年前のあの忌まわしい記憶を完全に蘇らせました。あの時の出来事は今でも忘れられません。真っ暗な居間、テーブルに座る女、そして、カン、カンという金属音。振り向く女、おぞましい顔。何の前触れもなく聞こえるあの音は、自分をしばらく極度の金属音恐怖症にさせるほどおぞましいものでした。音楽が流れる場所では、カウベルや鈴のような音が鳴らないかヒヤヒヤし、台所のフライパンや鍋の発する金属音に耳を塞いでは怯え、遠方に向かうときは踏切のある道路を避けねば移動もままならない。ただ姉の話には8年前とはいくつか違う点がありました。白い着物姿の女を見ていなければ声も聞いていない。聞こえたのはカン、カンという不気味な音だけ。しかも場所は風呂場。私は今のテーブルの上にあれが正座している姿は知っているが、風呂場だなんて。
本当にあれだったんだろうか。そう姉に問いかけようとしたとき、突然姉はボロボロと涙をこぼし始め、泣き出しました。私はうろたえながらも、まだあれだって決まったわけじゃないじゃん。と姉をなだめようとしました。すると姉は泣き顔のまま私の顔を睨み、あんた、お母さんのことミカから聞いていないの？と、凄みのある声で迫ってきました。お母さんのこと？妹から？話の方向が見えず、当惑しました。今さっきだって、母の作った美味しいビーフシチューをいただいたばかりだった。母の様子に何もおかしいことなんてなかったし、妹も普段通りだったように見えた。焦りを隠せない私に向かって、姉は涙を拭いながら言いました。時々、夜中に家をこっそり出ていくんだって。でも、詳しいことはミカに聞いて。ただなるの姉の話を聞いて、私はすぐ妹の部屋に行き、問いただしました。ねえ、お母さんが夜に外に出てるってどういうこと？ああ、お姉に聞いたんだね。本当なんだよ。なんなら一緒に見る？その夜私は妹の部屋に入れてもらい、妹のベッドの隣に布団を敷き、ぼんやりと天井を眺めながら時間が経つのを待っていました。妹の話では、母が家に出る時間帯はだいたい決まっていて、1時過ぎ頃に家を出て、10分程度で帰ってくるとのことでした。最初母の外出に気づいた妹は、気分転換がてら外にタバコを吸いに行っているものだと思っていたらしく、特に気にも留めずそのまま寝ていたらしかった。しかし、雪が降るほどに寒くなってからも母の外出は続いた。そしてそのことを母に聞くと、何のこと？という反応。とぼけている様子もなく、自分が深夜に外出していること自体、全く自覚がなかったそうだと言うんだ。不審に思った妹は、母の後をこっそりとつけました。そろそろだよ。妹が言うと、私は耳を澄ませました。すると間もなく、ドアを一枚隔てた廊下側で、何やら人の気配がしました。ガサガサッと、玄関のあたりで物音が聞こえました。おそらく、ブーツを履いているんだろうと思った。そして、キーという音とともに、コツ、コツ、コツという足音。間違いなく、今外に出た。私と妹は顔を見合わせ、なるべく音を立てないようにドアを静かに開け、忍び足で玄関に行った。鍵はかかっていなかった。妹は注意深くドアノブを握り、そっとドアを開けた。真っ暗な路地、街灯と月明かりだけが頼りだった。母はどこに行ったんだと妹に聞くと、驚いたことにすぐ近くにいるという。嫌な予感がじわじわとしていた。家から100メートルほど進んだところ、路地を照らす街灯の下に母はいた。母は電柱の周りをぐるぐると回っていた。散歩のようにゆったりと歩くようなペースではなく、かなり速い早歩き、あるいは駆け足のようなものすごいスピードで、ぐるぐる、ぐるぐると回っていました。昼間に見せてくれていたような優しげな表情は今はどこにもなく、遠目に見ても般若のような鬼の形相にしか見えませんでした。あまりの恐ろしさに呆然としていると、妹は、もう帰ろうと促すと同時に、多分あと10分くらい続くから、あれ、と付け加えた。それがものすごく怖かった。母の異常な姿を目の当たりにして、私はようやく事の重大さに気づき始めました。あなたも、あなたたち家族もおしまいね。今頃になって、あの女のおぞましい言葉が頭の中で繰り返されました。妹よりも一足早く家に帰ってきた私は、今の電気をつけようと壁を探りました。だいたいこの辺にスイッチがあったのに、とそう思いながら手探りをしていると、
指先に角張ったプラスチックの感触が伝わりました。それとほぼ同時に真っ暗な空間で、カン、カンという音が響き渡りました。あっと思った時にはすでに遅く、私は壁のスイッチを押してしまいました。白い光で照らし出される今、強い光に目が慣れず、私は反射的に目を細めた。テーブルの上には白い着物を着た女が座っていて、こちら側に背を向けているので、顔まではわかりませんでした。現実感がまるでなく、冷静な思考ができませんでした。テーブルの上に女が正座しているだけでも異常なのに。点灯したばかりの室内灯に明順応しきれていない私の目には、今の空間全体が奇妙なものに映りました。嫌な汗がどっと吹き出ているのを体に張り付く衣服で感じていました。何分、いや、何秒そうしていたかはわかりませんが、私の指が再びパチンとスイッチを押すと、今は真っ暗な闇に飲まれ、何も見えなくなりました。そして、ちょうどその時、玄関からガチャリとドアの開く音がしました。妹かな？しかし私の視線は、再び闇に包まれた今の方に釘付けで、テーブルの上にはまだあの女がいるような気がしていました。その一方で玄関では、ガサッ、ガサッという靴を脱ぐような音に続いて、木造の床に体重がかかる時になる、ギッ、ギッという独特のきしみ音がしました。私は廊下の方を振り向くことができませんでした。妹に決まっているはずなのに、そっちの方を見れない。いや、なんとなくわかっていました。気配というか、勘というか、あやふやなものだったけれど、後ろから近づいてくるのは、おそらく妹ではなかった。形容しがたいほどおぞましい感覚が、ギッ、ギッというきしみ音とともに強くなっていく気がしました。そして、真っ暗な今の真ん中、テーブルが置いてあるあたりで、カン、カンという金属音が鳴りました。意識が遠のく寸前、私のすぐ後ろにいた人物の手に、ガッと肩をつかまれたのを確かに感じました。ちなみにその翌日、私は姉の部屋で寝ていたそうです。姉も妹も、あの真っ暗な居間で私の肩を掴んだということは一切ないと断言しており、しかも妹が帰ってきた時には、母はまだ帰宅していなかったそうです。靴だけではなく、母の寝室も確認したから、絶対に確かだとのことでした。妹曰く、母の異常な行動は今でも続いているようです。精神科にも相談したし、うちでお祓いだってしてもらった。通報されたこともあるからね。後で聞いた話だが、妹はすでに姉から詳しい話を聞かされており、父には内緒でいろいろやっていたらしい。だがいずれも徒労に終わった。母の異常な行動を見れば、効果がないのは一目瞭然だった。そして私にはもう分かっていた。あの女のせいだ。姉の家で鳴った音だって、あの夜の母の恐ろしい姿だって、全部あの女が原因なんだ。そう思うと怒りがこみ上げてくる。でも怒り以上にあの女が恐ろしくてたまらない。なるべく早いうちに父に打ち明け、アパートを引き払うことを検討しています。これは兄が山でいなくなって3日後に帰ってきた話です。こう言うと大抵の人は、遭難して助かった話なんだね、と思います。警察も消防も近所の人もみんなそうでした。見つかってよかった。運が良かった。生きて帰ってこれたんだからそれで十分だろうと。でも私は兄が戻ってきた日の顔を見た瞬間に違うと思いました。
兄は確かに生きていました。自分の名前も家族の顔もちゃんとわかっていました。けれど、その目だけが私たちを見ていませんでした。もっと正確に言えば、こちらを見ながら、同時に別の場所を見比べているような目でした。どちらが本物の景色なのか、まだ決めかねているみたいなそんな目でした。兄は昔から山が好きでした。危険な登山をする人ではなくて、どちらかといえば慎重な方でした。天気を調べて、地図を確認して、靴も道具もきちんと揃えてから入る。だから家族も兄が山に行くこと自体はそれほど心配していませんでした。ただその山だけは少し違いました。県境に近い低い山で、見た目はどこにでもあるような山でしたが、昔から妙な言い伝えがありました。秋の終わりから冬の入り口にかけて、山の奥で白い鹿を見ることがある。その鹿を見ても絶対に追ってはいけない。鹿がこちらを見ても立ち止まってはいけない。もし道の先で待っているように見えても絶対に行ってはならない。子供の頃、祖母がよくそう話していました。白い鹿は道案内じゃないのよ。迎えだよ。と。当時私はよくある山のしきたりだと思っていました。暗くなる山の動物を追うな。道を外れるな。そういう教訓が昔話の形で残っただけだろうと。兄も多分同じことを考えていたんだと思います。迷信として笑うことはしないけれど、本気でも信じていなかった。兄がその山に入ったのは11月の終わりでした。朝早くには家を出て、昼には尾根に出る予定だと話していました。昼前に一度だけメッセージが来て、この後上に出る。帰りに温泉寄るかも、とありました。そしてそれが最後の連絡でした。夜になっても帰ってこず、電話もつながらず、位置情報も途中で途切れていました。父が警察へ連絡し、翌朝から捜索が始まりました。兄の車は登山口の駐車場にありました。荷物も一部は残っていて、途中までは足取りも終えたらしいです。けれど、山は前日の雨で落ち葉が湿っていて、道も曖昧になっていたそうです。夕方まで探したけれど、見つからず、二日目も見つかりませんでした。その二日目の夜、妙な話が家まで届きました。捜索に入った地元の人たちの中に、山の奥で白い鹿を見たという人が何人かいたんです。ある漁師は沢の向こうに白い影が立っていて、最初はビニールかと思ったそうです。でも、その影はゆっくりと首を上げ、自分を見た。鹿だと気づいた瞬間、背筋が冷えて、見てはいけない気がしてすぐに目をそらした、と言っていました。別の人は、林の中を白いものが横切ったけれど、草も枝もほとんど揺れなかったと言っていました。また別の人は、確かに鹿の形をしていたのに、足音だけが聞こえなかった、と言いました。それを聞いた母の顔色が変わりました。祖母の言葉を思い出したんだと思います。白い鹿が出たときは人が一人足りなくなる。連れて行かれるのは山を知っているものだからだと。そして3日目の朝、兄は見つかりました。でも山の中ではありませんでした。登山口からかなり離れた県道をふらふらと歩いていたところを通りすがった人が保護したんです。服は泥だらけで顔色も悪く、唇も切れていたけれど大きな怪我はありませんでした。警察で話を聞かれた兄は途切れ途切れにこう言いました。地図を見ながら戻ろうとしたが、同じ場所へは戻れなくなったこと。そして沢の方へと降りてしまい、日が落ちる頃、林の向こうで白い鹿を見たこと。その鹿が何度も立ち止まって振り返るので、
道の目印になるかと思って後を追ったこと。そこまでで私は嫌な汗が出ました。兄は疲れ切っているのに、なぜかその部分だけ妙にはっきり話したんです。まるで自分でもそこが一番大事だと分かっているみたいに。そして兄は続けました。鹿は近づけば離れ、見失いそうになるとまた少し先に現れる。そしてそのままついていくうちに、暗くなってきて雨まで降り出した。そして引き返そうと思った時には、もうどこを歩いているのかわからなかった。すると、鹿が細い参道の先で待つように立ち、その奥に小さな祠が見えた。祠の前には低く縄が張ってあった。兄はそれをまたぐかどうか迷った。だけどその時背後で鹿が鳴いた。兄はその声をうまく説明できないと言いました。鹿の鳴き声ではなく、人が喉を潰して絞り出すような声だったと。兄は怖くなって反射的に縄をまたぎ、祠の中へと入った。そこで記憶が途切れ、次に気づいた時には夜明け前の参道を歩いていて、そのまま県道へ出たんだと。その話を聞いた母は、帰宅してから兄に何度も同じことを聞きました。本当に誰にも会わなかったの？祠の中で何も見なかったの？何か持って帰ってきてないの？兄はめんどくさそうに、いや、何もない。ただ迷っただけなんだ。というばかりでした。でも私は、その夜から兄がおかしいことに気づきました。食卓で兄は味噌汁を一口飲んで、しばらく黙りました。そしてぽつりとこう言ったんです。薄いなぁ。そして母が、いつも通りだよ。と言うと、兄は少し考えてから、向こうはもっと濃かった。と答えました。そしてその場がしんと静まり返りました。兄はすぐに、山で変なもん飲んだからかも。と笑ってごまかしましたが、その目は笑っていませんでした。夜も同じでした。兄の部屋の前を通ると、暗い中で兄が立ったままじっとしている。何をしているのかと聞くと、兄は、夜の音が違う、と言いました。こっちは、まだ多い。言っている意味がわかりませんでした。でも兄の口ぶりは、自分の家の夜と、どこか別の場所の夜を比べているようでした。それから兄は、夜中に何度も庭へ出るようになりました。裸足のまま勝手口から外へ出て、庭の奥を見ているんです。父が怒ると、兄は、来てたから、としか言わない。何がと聞いても答えなかった。ある晩、私がふと目を覚ますと、兄の部屋の窓の外に白いものが見えました。最初は月明かりか反射かと思ったんです。でもその白いものは植木の向こうでゆっくりと首を傾けました。私はカーテンの隙間から覗きました。庭に白い鹿が立っていたんです。全身が白いわけではありません。闇の中で輪郭だけが不自然に白く浮いていたんです。痩せた体、長い足、濡れたような毛並み。普通の鹿に見えるのに、なぜか体の節々が人間の骨みたいに見えて、視線を止めるのが苦しくなる。そしてその鹿はじっとこちらを見ていました。次の瞬間、兄の部屋の窓が内側から音もなく開きました。兄がそこに立っていたんです。裸足のまま無表情で鹿を見下ろしながら小さく言いました。来た。私は思わず叫びました。その声で兄が振り返った時には庭の鹿は消えていました。残っていたのは湿った土の上に点々と続く細い足跡だけでした。けれど、
その足跡も庭の途中で途切れていました。門へ向かったわけでも、塀を越えたわけでもありません。まるでそこから先だけ地面が消えたみたいに。母はその翌日、古い神社へ相談に行きました。でも宮司さんは山の名前を聞いた途端、露骨に顔を曇らしたそうです。こちらでは扱えません、とだけ言って、山の向こうの集落に住む老人を紹介してくれました。その老人は兄の話を聞き終えると、長らく黙っていました。そして静かにこう言ったそうです。白い鹿は案内ではありません。迎えです。山には人の通る道と人でないものの通る道がある。たまたま迷い込む人もいるが、本当に取られるのは道を見つけたものではない。向こうから見つけられたものだと。白い鹿はその印なんだそうです。鹿が振り返って待っていたら、それはもうこちらを見つけたということなんです。そのままついていった人間は山の奥の境まで連れて行かれる。そしてそこにある祠へ入ってしまえば、戻ってきてもその人だけは帰らない。半分向こうへ帰るのではなく、向こうのものが半分こちらへ混ざって帰ってくるんだと。母が、助ける方法はと聞くと、老人は首を振りました。帰ってきた日に家へ入れてはいけなかった。その言葉を聞いたとき、母は何も言えなくなったそうです。私はその話を聞いてぞっとしました。兄はもう帰ってきてしまっている。同じ屋根の下で眠り、同じ食卓に座っている。つまり、もし老人の言うことが本当なら、兄だけではなく、家そのものに何かが入ってきていることになるからです。その日の夜、母は兄の部屋の前に塩を盛り、窓にお札を貼りました。父は、そんな迷信を、と怒ってはいましたが、兄は何も言いませんでした。ただ寝る前に、私へ妙なことを聞きました。なあ、あれ何匹いたと思う？いや、一匹でしょ。そう答えると、兄は少しだけ目を細めました。そう見えたなら、まだ大丈夫か。その言い方がずっと引っかかっていました。夜中の2時過ぎ、屋根の上を何かが歩く音で目が覚めました。濡れた枝で瓦をするような嫌な音でした。父も起きたらしく、襖の開く音がしました。その直後、母の短い悲鳴が聞こえました。私が廊下へ出ると、母は兄の部屋の前で震えていました。貼ったはずのお札が全部裏返っていたんです。誰かが一枚ずつ丁寧にめくったみたいに、白い裏面を見せて垂れ下がっていた。兄の部屋は真っ暗で窓が開いていました。そこから父が外へ飛び出し、私と母はその場に取り残されました。その時縁側の下からはっきりと兄の声がしたんです。こっち。私たちは凍りつきました。縁側の下なんて人が入れる高さではありません。なのにその暗がりから兄の声が聞こえました。早く、間に合わなくなる。母が一歩近づきかけたので、私はとっさに腕をつかみました。その瞬間、縁側の下でぐしゃりと嫌な音がしました。何か大きいものが狭いところで無理に向きを変えたみたいな音でした。続いて、暗がりから白い顔が、ぬっと押し出されました。それは鹿の顔でした。でも近くで見るそれは鹿ではありませんでした。鼻先は異様に長く、口元は裂け、歯の代わりに細い黒いものがびっしりと並んでいました。そして目はありませんでした。目のある場所にただ深い穴が2つ開いているだけでした。
私は悲鳴を上げ、台所から掴んできた塩を夢中で投げつけました。すると白い顔はスッと引っ込み、屋根の上を何かが走る音がして、それから急に静かになりました。父は朝方、山へ向かう農道の途中で見つかりました。靴を履いておらず、足の裏は泥で真っ黒で、爪が何本か剥がれていました。でも、本人は何も覚えていませんでした。白いものを追いかけた気がするが、途中から何も思い出せないというだけでした。その日から家族は交代で兄を見張ることになりました。ところが兄は責められても取り乱さず、妙に静かでした。そして2日目の夕食の時、ぽつりと言いました。今夜、もう一度来る。父が箸を置いて兄を睨みました。何が来るんだ。兄は少しだけ苦しそうな顔をしてから低い声で言いました。俺も全部は覚えてない。でも向こうで言われたんだ。戻るなら道を忘れるなって。誰に？兄は答えませんでした。その夜、私たちは家中の鍵をかけ、雨戸も閉めました。兄の部屋の窓には板まで打ち付けました。それでも11時を過ぎた頃、家の裏手から鈴の音が聞こえ始めました。チリン、チリンと聞こえます。ですが神社の鈴ではありません。もっと小さくて、でも妙に澄んだ音でした。一度鳴るたびに家の中の空気が少し冷えていく気がしました。兄は座敷の真ん中で膝を抱え、歯を食いしばっていました。見ていると耐えているようにも見えました。呼ばれているのを必死で無視しているかのように。やがて鈴の音が止み、今度は裏口の戸がコトンとなりました。一度少し間を置いてもう一度。叩くというより角の丸いものがそっと当たるような音でした。そして戸の向こうから父の声がしました。開けてくれ。私たちは全員凍りつきました。だって父は今すぐそばにいます。なのに裏口の外から全く同じ声が聞こえるんです。寒いんだ。開けてくれ。母が泣きそうな顔で父を見ました。父本人も真っ青でした。外の声は続けて、足が痛い。歩けない。と言いました。前の日に見つかった時の父そのままの声でした。兄が耳を押さえ、床に額をつけながら絞り出すように言いました。違う。あれ、呼び方を覚えたんだ。その後外の声は母の声になり、私の声になり、最後には男とも女ともつかない高い声で、開けてと繰り返しました。やがてそれもやみ、今度は家の周りを複数の足音が裸足で回るようになりました。ペタ、ペタ、ペタ、と雨戸の隙間を白い影がいくつも横切りました。低く滑るように動くものもあれば、窓の高さにまで立ち上がるものもありました。それが全部鹿なのか、人なのか、私にはわかりませんでした。ただ一度だけ、隙間に黒い穴のような目が2つ並んだのを見ました。それは人の顔の高さにありました。するとその時、兄が立ち上がりました。今のうちに、みんな玄関から出て。父が怒鳴る間もなく、兄は廊下へ出て、そのまま玄関へと向かいました。私たちも追いかけました。兄は靴も履かずに戸を開け、夜の外へ出ました。山の方だけが妙に白かったんです。霧とも光ともつかない白さが
斜面のあたりに漂っていました。その手前の道の真ん中に白い鹿が立っていました。一匹だけではありません。後ろにもさらに白い輪郭がいくつも並んでいます。四本足のもの、二本足で立つもの、首だけが異様に長いもの。どれも境目が曖昧で、一つの白い群れみたいでした。兄は一歩前へ出ました。もう戻る。すると母が泣き叫び、父が兄の腕をつかもうとしました。でも兄はその時だけ振り返って、はっきりした顔で私たちを見たんです。遭難から帰ってきて以来、初めてちゃんと兄の顔でした。ごめん。兄はそう言いました。俺があの時、ついていかなきゃよかった。私はその声を聞いた瞬間、反射的に兄の方へ行こうとしました。でも、兄の後ろの白い鹿がゆっくりとこちらを見たんです。黒い目でした。穴みたいに深くて、見た瞬間、自分の名前を忘れそうになるような目でした。そして耳の奥で水の流れる音がして足が止まりました。兄が首を振ります。来ないで。その声で我に返りました。兄は泣きそうな顔で笑って、それから白い者たちの方へと向き直りました。鹿は少し先へ進み、立ち止まり、また進む。兄はその後を歩いて行きました。3日前、自分がされたのと同じように道を記されながら。兄の背中が暗がりへ溶ける直前、私は見てしまいました。兄の足元に兄の影はなかったんです。代わりに地面には細い足が4本ある鹿の影のようなものが這うように伸びていました。それが最後でした。通報してまた捜索が出ました。でも兄は二度と見つかりませんでした。ここまでの話なら兄が再び山に入って失踪した話として片付けられたかもしれません。でも本当に嫌だったのはその後です。兄がいなくなってから家の中の何かが少しずつ変わっていったんです。水も味噌汁もどこか薄い。夜になると家のどこかから小さな鈴の音がする。玄関の叩きには泥がつくのに足跡にはならない。ただ細い二筋の線が平行に残るだけでした。一番おかしくなったのは母でした。夜になると窓辺に立って庭の奥を見ている。ある晩、私は母が低い声でこういうのを聞いてしまいました。今度は私が行けばいいのね。母の視線の先には植木の向こうで白いものが揺れていました。一匹ではありません。二つ、三つ、白い輪郭が並んでじっと家を見ていたんです。私たちは母を実家へ移し、私と父は家を引き払うことにしました。もう住める場所ではないと分かっていたからです。引っ越しの前夜、兄の机を片付けていた私は、引き出しの奥から小さな木片を見つけました。湿って黒ずんだ木に剥がれかけた紙が貼り付いていました。そこにかすれた墨でこう書いてありました。入るな、振り向くな、連れて帰るな。私はその場で手が止まりました。兄は何も持ち帰っていないと言っていました。でも、持って帰っていたんです。あの祠にあった何かを。翌朝、神社へ持って行こうと思い、箱に入れて机の上へ置きました。けれど、朝になると箱は空でした。代わりに机の上には泥が少しだけ残り、その上に細い足跡が一つ窓の方へ向かってついていました。鹿の跡ではありませんでした。もっと小さくて人の子供の足にも見えるような妙な跡でした。結局私たちは家を出ました。
父はそれ以来ほとんど喋らなくなり、母は時々兄の名前ではなく、白いものが来る前に帰らなきゃ、と言うようになりました。私はもう山へは行きません。それでも冬が近づくとたまに夢を見ます。霧の出た山道です。落ち葉が湿っていて、前方に白い鹿が立っている。鹿は振り返り、私を待っている。その向こうには細い道があり、さらに奥に古い祠が見える。祠の前には人が立っています。兄です。兄はいつも同じ顔でこちらを見ています。助けを求めるでもなく、怒るでもなく、ただ静かに。まるで次に誰が来るのかを待っているみたいに。夢から覚めるたびに私は窓の鍵を確かめます。玄関の戸も見ます。けれど一度だけ真夜中にどうしても気になってカーテンの隙間から外を見てしまったことがあります。アパートの駐車場の端に白い鹿が立っていました。街灯の下でじっとこちらを見ていたんです。山からここまでは何時間も離れている町なのに。鹿はしばらく動かず、やがてゆっくり首を巡らせ、暗い路地の方を見ました。それからまたこちらを見ました。待っていたんです。私はカーテンを閉め、朝まで一歩も動けませんでした。翌朝、そこには何もありませんでした。ただ、アスファルトの脇の濡れた土に、細い跡が2つ、こちらを向いて残っていました。白い鹿は、迷った人を助けるものではありません。道を教えてくれるものでもない。あれは迎えです。こちらの人間を向こうの道へ連れて行くためのものなんです。そして一番嫌なのは、迎えが一度きりではないことです。誰かが帰ってきたように見えたその時点で、道は少しだけ家の中へと続いてしまう。すると今度は山へ行かなくても迎えが来る。庭に、窓の外に、玄関の前に、家族の声を覚えて。だから、もし冬に山で白い鹿を見ても、絶対についていかないでください。振り返って待っていても、見つめ返さないでください。そして、3日ほど行方のわからなかった人が、何事もなかったかのように帰ってきても、すぐには安心しないでください。その人が本当に帰ってきたのか、それとも何かを連れて帰ったのか。少なくとも私は兄が戻ってきたあの日から一度も兄を助かった人だと思えたことがありません。多分兄は最初に白い鹿が振り返ったあの瞬間にもうこちらへは帰れなくなっていたんです。僕の住んでいた村では夕方の鐘が鳴ったら山に入っちゃいけないことになっていた。大人はみんな同じ言い方をした。山は暗くなるのが早いから、道に迷うから、足を滑らせたら危ないから。でも本当の理由は別にあるって子供の僕でも知っていた。山の帰り道で後ろから名前を呼ばれても返事をしちゃいけない。足音がしても絶対に振り返っちゃいけない。もし振り返ったらそれは家までついてくる。小さい頃から何度も聞かされてきた話だった。最初に教えてくれたのはおばあちゃんだ。夏の夜、蚊取り線香の匂いがする縁側で僕の頭を撫でながら言った。山にはな、人の声を真似るもんがおる。お母さんの声にもなるし、お友達の声にもなる。でも、振り返ったらあかんよ。振り返ったら、後ろのもんがお前の顔を覚えるからな。その時の僕は、半分怖がって、半分は笑っていた。そんなの、
昔の人が子供を脅かすために作った話だと分かっていたからだ。だけど、おばあちゃんは笑わなかった。覚えられたら終わりや。うちまで来る。うちの中に入ってきたら、今度は家族の声で呼ぶんよ。その言い方が嫌に静かで、僕はその晩、一人でトイレに行けなくなった。それでも昼間の山は好きだった。木の匂いがして、風が涼しくて、村のどこより広く感じた。友達と秘密基地を作ったり、虫を取ったり、川に向かって石を投げたりして遊ぶには山が一番だった。その日も学校が終わってから友達のひろきと山に一緒に入った。本当はすぐに帰るつもりだった。ちょっとだけ遊んで鐘が鳴る前には降りてくるつもりだったのに、秘密基地の裏に変な穴を見つけて、それで時間を忘れてしまった。穴は木の根元にぽっかりと開いていて、奥が真っ暗だった。ひろきは枝を突っ込んで何かいるかなって笑っていたけど、僕はその穴を見ているうちになぜか気分が悪くなった。そこが見えないほど深いわけではない。ただ、穴の奥が暗いというより黒かった。見ていると向こうから誰かが見返してくるような気がした。ねえ、どうした？ひろきに言われて僕は慌てて目をそらした。その瞬間、村の方から鐘の音が響いてきた。ゴーンという重い音が山の木々の間をゆっくり抜けてくる。夕方の鐘だった。やべ！ひろきは顔色を変えて立ち上がった。僕も急いで荷物を掴んだ。さっきまで明るかった山の中はもう急に色が薄くなっていて、緑も土もみんな同じ暗さに沈みかけていた。走ろう。そう言って僕らは山道を下り始めた。少し行ったところでひろきの家へ続く脇道がある。そこでひろきは足を止めて言った。ここからならすぐだからお前も急げよ。僕はうなずいた。本当なら一緒に村まで戻りたかったけれど、ひろきの家はあっち、僕の家はこっちだった。多分大丈夫だ。まだ少し明るいし、道だって慣れている。そう思って別れた。でも一人になった瞬間、山の空気が変わった気がした。さっきまで聞こえていた虫の声がピタリと止んでいた。自分の足音だけが土を踏むたびにやけに大きく聞こえる。ザ、ザと靴の裏が乾いた葉を踏む音。それ以外は何も聞こえない。変だな、と思った。山ってこんなに静かだったっけ？そう考えたとき、後ろでカサッと音がした。足を止める。後ろの音も止まった。胸の奥がヒューッと冷たくなる。振り返ってはいけないよ。おばあちゃんの声が頭の中によみがえった。僕は唾を飲み込んでまた歩き始める。ザ、ザ、ザ。僕の足音の少し後にもう一つ音が重なる。カサ、ザ、カサ、ザ。誰かが歩いている。僕のすぐ後ろ。でも振り返るわけにはいかなかった。ただの気のせいかもしれない。そう思いたかったのに、歩くたびにその音はちゃんとついてきた。早く歩く。すると後ろの音も速くなる。僕が小走りになると、後ろの音も小走りになる。喉の奥がカラカラになって、息がうまく吸えない。走り出したいのに、走ったらダメな気がした。走ったら向こうも本気で追いかけてくる。そんな気がして、足だけが中途半端にもつれて、変な速さになる。その時だった。レン、お母さんの声がした。
すぐ後ろからだった。ビクッとして僕は立ち止まりそうになった。でもギリギリでこらえた。お母さんの声なわけがない。お母さんはうちにいる。こんな山道にいるはずがない。それなのに声はもう一度、今度はもっと近くで呼んだ。レン、待って。泣きそうな声だった。具合が悪い時のお母さんみたいな苦しそうな声だった。胸がぎゅっと痛くなる。もし本当にお母さんだったらどうしよう。転んでいるのかもしれない。助けを求めているのかもしれない。そう思ってしまうのが一番危なかった。振り返るな、振り返るな、振り返るな。心の中で何度もそう言いながら僕は前だけを見て歩いた。すると今度は別の声がしてきた。レン、おーい。ひろきの声だった。さっき別れたばかりの友達の声だ。思わず足が止まりかける。なんでひろきが後ろにいるんだ？脇道から帰ったはずなのに。なあ、待ってって。少し笑ったような声。いつものひろきそのものだった。僕はもう頭がぐちゃぐちゃだった。お母さんの声の次は友達の声。どっちも本物みたいで、どっちも嘘みたいだった。でもそのどちらの声にも一つだけ共通していることがあった。すぐ近すぎるんだ。山道は狭い。誰かが本当に後ろにいるなら、姿が見える距離まで近づけば、気配でもっとはっきりとわかる。なのに気配はあるのに、そこだけ空っぽみたいだった。声だけがある。僕は泣きそうになりながら、道を下り続けた。もうすぐ山を抜ける。もうすぐ畑が見える。そこまで行けば大丈夫。村に入れば大丈夫。そう自分に言い聞かせて足を前に出し続けた。だけど、後ろの足音は消えなかった。カサ、ザ、カサ、ザ、と、ぴったり同じ距離でずっとついてくる。やっと山道の出口が見えたとき、僕は少しだけ安心した。薄暗い木々が切れて、前に畑が広がる。その向こうに村の屋根が見える。人の家だ。明かりだ。助かった。と思った。その瞬間後ろで声がした。振り向いて。今度は知らない声だった。男とも女ともわからない声。子供みたいでもあり、年寄りみたいでもあった。もういいよ。声は優しかった。お母さんより優しくて、先生より優しくて、なんだか懐かしい響きだった。ここまで来たなら見ても大丈夫よ。僕は唇を噛んだ。ダメだ。ここで振り返ったらダメだ。おばあちゃんは言っていた。玄関を閉めるまでが帰り道だって、遠足みたいな言い方で言っていたけれど、あれはきっと本気だったんだ。僕は走った。山道を抜けて、畑の間を走って、息が切れても走った。後ろで足音が急に増えた気がした。一人分じゃない。二人、三人。いや、もっとたくさん。畑のあぜ道を何人もの足が一斉についてくる音。それでも僕は振り返らなかった。家の門が見えたとき、僕はほとんど泣いていた。庭先の明かりがついている。玄関も開いている。そこにお母さんが立っていた。レン！その顔を見た瞬間、膝から力が抜けそうになった。僕は転びそうになりながら門をくぐり、庭を横切って玄関へ飛び込んだ。お母さんが僕の肩を掴んだ。冷えた指じゃない。ちゃんと温かい手だった。どこ行ってたのよ。
鐘が鳴ったのに。怒っている声なのに、それが妙に嬉しくて、僕は泣きながら謝った。お母さんは強い力で僕を引っ張って、家の中に入れた。おばあちゃんも奥から出てきて、僕の顔を見るなり青くなった。振り返ったのか？僕は首をブンブン振った。振り返っていない。本当に振り返ってない。後ろなんか見てない。おばあちゃんはそれを聞いても安心した顔をしなかった。その代わり、玄関の外をじっと見ていた。真っ暗な庭の向こう、門のあたりを。早く閉めて、今すぐに。その声にお母さんが玄関の引き戸を閉めた。ガラリと扉が閉まって鍵がかかる。それで全部終わったはずだった。なのに、おばあちゃんは小さくつぶやいた。参ったなあ。遅かったかもしれん。その晩ご飯の時家の中は妙に静かだった。いつもならお父さんが仕事の話をして、お母さんがため息をついて、おばあちゃんがそれに文句を言う。そんな当たり前の音があるのに、その日はみんな無口だった。僕だけが何度も後ろを気にしていた。誰もいないのに、廊下の奥に気配がある。台所の流しのあたり、襖の向こう、暗いところに誰かが立っているような感じがする。夜になって自分の部屋に入って布団をかぶった後も、それは消えなかった。家鳴りがする。ミシ、ミシと古い柱が鳴る。風もないのに、廊下の向こうで、スッと何かが通る気配がする。眠れないまま目を閉じていると、不意に襖の向こうで声がした。レン。お母さんの声だった。起きてる？返事をしようとして口を閉じた。こんな時間にお母さんがわざわざ僕の部屋の外で小声で呼ぶことなんてない。レン、開けて。優しい声だった。でも、どこか変だった。声に息が混じっていない。人が話す時のかすかな喉の擦れる音とか、口の開く感じとか、そういうものが何もなくて、ただ形だけお母さんの声をしているみたいだった。僕は布団を頭まで引き上げた。レン。また呼ばれる。ねえ、レン、開けて。襖をツーッと何かが撫でる音がした。爪ではない、指でもない、濡れた布みたいなものが表面をなぞっているような音だった。そしてその後、足音がした。トン、トン、と、ゆっくりと廊下を歩いていく。部屋の前から離れていった。そして僕は朝まで一度も目を開けられなかった。だけど翌朝変だったのはお父さんだった。朝ご飯の席に来ない。お母さんが起こしに行っても返事がない。おばあちゃんも一緒に見に行ってしばらくして戻ってきたとき、二人とも変な顔をしていた。お父さんは？と僕が聞くと、お母さんは、仕事に早く出たのよ、と言った。でもおばあちゃんはその時、僕を見なかった。その日の夜もお父さんは帰ってこなかった。次の日も、その次の日も帰ってこなかった。村の大人たちは誰も騒がなかった。まるで、そういうことが時々あるみたいに静かだった。お母さんはずっと疲れた顔をしていたし、おばあちゃんは家中の窓に塩を置いたり、玄関に縄を張ったりしていた。そして3日目の夜、お母さんがいなくなった。夕飯を作っていたはずなのに、台所には鍋だけが火にかかっていて、お母さんの姿はなかった。家中を探してもいない。外にもいない。ただ流しの前の床が
少しだけ濡れていた。水をこぼしたみたいに。その夜からおばあちゃんは僕を自分の部屋で寝かせるようになった。線香を焚いて小さな声で何かを唱えながらずっと起きていた。僕はそんなおばあちゃんの腕にしがみつきながらずっと天井を見ていた。そして夜中、廊下で足音がした。トン、トン、トン。一人分ではない。二人、三人。家族みたいに慣れた足取りで歩いてくる。おばあちゃんの腕がぎゅっと強くなった。暗い中でおばあちゃんが息を止めているのがわかる。そして襖の向こうで声がした。母さん。父さんの声だった。次に、おばあちゃん。お母さんの声だった。そして最後に、レン。僕自身の声がした。頭の中が真っ白になった。なんで僕の声が外からするんだろう。おかしい。おかしいのに襖の向こうの僕はいつもの僕より少しだけ甘えた言い方で続けた。ねえ、開けてよ。それでもおばあちゃんは返事をしなかった。でもその手が震えていた。開けて。寒いよ。中に入れて。声がだんだん増えていく。お父さんの声、お母さんの声、そして僕の声。それが順番に、時々一緒になって、襖のすぐ向こうで囁いてくる。開けて、開けて、開けて。おばあちゃんは震える声で言った。耳を貸しちゃいけないよ。あれはもう、うちのもんやない。その言葉が終わるより先に、襖の向こうで、ペタリと何かが張り付く音がした。次の瞬間、紙の薄い襖に、外側から人の顔みたいな形が浮いた。鼻も、口も、目も、輪郭だけがぼやけて押し付けられている。紙の向こう側に、誰かが顔を押し当てているみたいに。それが一つだけではなかった。二つ、三つ、四つ。家族の数より多い顔が襖の向こうでもぞもぞ動いていた。僕は声も出なかった。おばあちゃんは震えながら枕元の数珠を握って何かを唱え始めた。すると、襖の向こうの声がピタリと止まった。静かになった。あまりに急に静かになったから逆に耳の奥が痛くなるほどだった。その静けさの中でおばあちゃんが小さく息を吐いた。その時、僕のすぐ後ろで声がした。振り返ったね。耳のすぐ近くだった。冷たい息が首にかかる。僕は悲鳴を上げて前に転がった。でも、その時にはもう遅かった。おばあちゃんがありえないものを見る顔で、僕の後ろを見ていた。目をカッと見開いて、口を半分開けて、声も出せずに。その視線の先に何がいたのか、僕は見えなかった。僕は見なかった。見る勇気がなかったんだ。でもおばあちゃんの顔がゆっくり歪んでいくのが分かった。泣くような、怒るような、諦めるような顔だった。そうか。それだけ言って、おばあちゃんは目を閉じた。そして次の朝、おばあちゃんもいなくなった。家には僕一人だけが残った。そう思っていた。昼過ぎに玄関が開いた。ガラリと戸が鳴って、お母さんが入ってきたんだ。レン、何してるの？いつもの声だった。夕飯の買い物袋を下げて、少し怒った顔で立っている。そしてその後、お父さんも帰ってきた。仕事着のまま、疲れた顔で靴を脱いでいる。なんだ、泣いていたのか？
それもいつもの声だった。でも僕は何も言えなかった。二人の足元が少しだけ濡れていたからだ。靴の裏からポタッポタッと水が落ちている。土ではない、泥でもない、川の水みたいにさらっとした水が。お母さんは笑って台所へと向かった。お父さんはそのまま居間に座った。どっちも何も変わらないみたいに動いていた。でも分かった。あれはお父さんじゃない。あれはお母さんじゃない。じゃあ、どこから入ってきたんだろう。玄関は閉まっていたのに、窓だっておばあちゃんが全部縄を張っていたのに。考えて僕は思い出した。昨夜、耳元で声を聞いたとき、おばあちゃんの前に転がる前に、ほんの一瞬だけ、僕は振り向いてしまっていたんだ。ほんの少し、肩越しに後ろを見てしまった。暗い部屋の隅に、もう一人の僕が立っていた。口を大きく裂けるみたいに開いて、笑っていた。その顔を見た。覚えられたら終わりよ。おばあちゃんの声が頭の中で響いた。そしてその日の夜、食卓には3人分のご飯が並んだ。お父さんとお母さんと、そして僕。二人はいつも通りに笑って、いつも通りに話していた。何もおかしなところなんてないみたいに。でも時々、二人とも同じタイミングで僕を見る。同じ角度で首をかしげて、同じ笑い方をする。その度に心臓が凍るみたいに冷たくなった。逃げようと思った。でも逃げられないことも、もうなんとなく分かっていたんだ。だって、この家にはもう家族のふりをした者がいる。外へ出たってきっとついてくる。山道を歩いたあの日から僕はもう帰れていないんだ。寝る前、お母さんが布団を敷きながら優しく言った。レン、今日はもう大丈夫だからね。その声はちゃんとお母さんの声だった。だからこそ怖かった。僕は布団の中で目をずっと閉じたまま朝を待っていた。でも眠れなかった。夜中になってふと目を開けると部屋の隅に誰か立っていた。月明かりの中で子供の形をしている。僕と同じ背丈で僕と同じ顔をしていた。そいつはじっとこちらを見ていた。そしてにっこりと笑って小さく口を開いた。それは僕の声だった。昨日、ちゃんと振り返ったよね。僕は声も出せずに震えていた。すると隣の部屋からお母さんの声がした。どうしたのレン。続けてお父さんの声もした。また呼ばれたのか？どっちも優しい声だった。優しくて、優しすぎて、人の声ではないみたいだった。部屋の隅の僕は、それを聞いて嬉しそうに笑った。それからゆっくりと僕の方へと近づいてきて、耳元で囁いた。もう、この家には入ってるよ。その瞬間、襖の向こうからお父さんとお母さんの足音が聞こえた。トン、トン、トン。家族が迎えに来るみたいな静かな足音だった。僕は布団をかぶった。でも、その薄い布団の外側に3人分の気配が立っているのが分かった。一人はお母さん、一人はお父さん、そしてもう一人は僕。朝になったら誰が残っているんだろう。それを考えたまま僕は朝まで目を開けられなかった。あの滝壺には
絶対に近づくなと昔から言われている。理由ははっきりとしていて、そこに白い竜がいるからだ。ただの言い伝えではない。実際に、あそこに行った人間は戻ってこなくなることがある。見入られた奴は、水の底に惹かれてそのまま上がってこない。だから地元の人間は、あの場所には近づかない。見ようともしない。そういう場所だった。そんな話を知ったのは、山に行く少し前だった。俺たちは4人で集まっていて、その中の1人が面白半分で、その話を持ち出した。山の奥にある滝壺で白い竜が見えるらしい。見た奴は連れて行かれる。でも、先に誰かを差し出せば助かる。そんな話だった。最初は全員が笑っていた。よくある怖い話の一つだと思っていたし、本気で信じる奴はいなかった。むしろ、そこまで言われるなら見てみたい、という話になった。どうせ何もない。そういう前提で軽いノリで行くことが決まった。4人のうち誰も引き返す気なんて持っていなかった。当日は朝から山に入った。最初は普通の登山道で人もそれなりにいた。だから途中から道を外れて細い山道に入ると一気に空気が変わる。人の気配が消える。音も減る。足音だけがやけに響くようになる。それでもその時はまだ余裕があった。4人で話しながら進んでいたし、怖いというよりは探検に近い感覚だった。しばらく進んだところで、前から一人の年配の男が歩いてきた。地元の人らしく、俺たちの顔を見るとすぐに分かったような顔をした。そしてそのまま短く聞かれた。お前たち、滝の方に行くのか？俺たちは何も隠さずにうなずいた。すると、その男は少し黙ってから低い声で言った。悪いことは言わない。行かない方がいい。その一言だった。理由も何も説明しない。ただそれだけを言って、すぐに通り過ぎていった。その場に一瞬だけ沈黙ができた。でも、すぐに誰かが笑って流した。やっぱりそういう話なんだなって。止められると逆に行きたくなる。そんな軽い空気のまま、俺たちはそのまま進んだ。道はどんどん細くなり、足元も悪くなっていく。木が増えて、空が見えなくなり、昼なのに周りが薄暗くなる。それでも水の音が聞こえてきたことで、目的地が近いと分かった。少し進むと、急に視界が開けた。目の前に大きな滝壺が現れた。水は透き通っているのに、そこだけが異様に暗い。深さはわからなかった。覗き込んでも途中から先が見えなくなる。水面は静かでほとんど揺れていない。風もないのにそこだけ時間が止まっているみたいだった。俺たちは自然と足を止める。誰もすぐには近づかなかった。理由はわからないが、全員が同じことを感じていた。近づいてはいけない。そう思っているのに目だけは離せなかった。その時だった。一人がゆっくりと前に出た。前に出たそいつは何かに惹かれるみたいにまっすぐ水際まで歩いていった。呼び止めようとはしたが声が出ない。ただ見ていることしかできなかった。そしてそいつはそのまま滝壺を覗き込んだ。その瞬間、肩が小さく揺れた。何かを見た。それが分かった。ゆっくりと顔を上げたとき、表情が変わっていた。さっきまで普通に話していたのに、目の焦点が合っていないんだ。何かを見続けている顔だった。そしてそのまま一歩、水の中へと足を入れた。
そこでやっと我に返って全員で止めに入った。腕を掴んで引き戻そうとする。だが異様に重い。抵抗しているわけでもないのに体がびくともしないんだ。それでも無理やり引いた。その時、そいつが口を開いた。見てる。小さくそう言った。何をとは聞けなかった。聞かなくても分かったんだ。その視線の先に何かがいる。次の瞬間、足元の水面がわずかに揺れた。風もないのに水だけが動いた。その奥、そこの見えない暗い部分から白いものが浮かび上がってくる。ゆっくりと形を作りながら上がってくる。長い。細くてしなやかで、はっきりとした輪郭を持っている。それは、あの噂の白い竜だった。水の中にいるはずなのに、その動きは水の抵抗を受けていない。そのまままっすぐとこちらに向かってくる。その時そいつが急に暴れ出した。引き戻していた腕を振りほどき、もう一度前に出ようとする。行かなきゃ。そう言いながら必死に水の方へと進もうとする。止めようとしても止まらない。その時、後ろから別のやつが叫んだ。押せ！意味は分かっていた。あの話の通りなら、先に誰かを差し出せば助かる。誰も言葉にはしなかったが、全員が同じことを考えていた。一瞬だけ目が合う。そして次の瞬間、誰かが背中を押した。押されたそいつは、そのままバランスを崩して水の中へと落ちた。音は小さかった。水面が一瞬だけ揺れて、すぐに元に戻る。白い竜の影がその下で動いた。そして何もなくなった。沈んだんだ。上がってこない。そこにいたはずの人間が完全に消えたんだ。その場所に3人だけが残った。3人になった瞬間、空気が変わった。さっきまでの騒ぎは嘘みたいに静かになる。滝の音だけがやけに大きく聞こえて、他の音が全部消えていた。誰も口を開かない。でも全員分かっていた。今起きたことが何なのか。そして次に何が起きるのか。視線だけが動く。お互いの顔を見てすぐにそらす。さっきまで一緒にいたはずなのに、もう同じ側にはいない。その時残っていた一人がふらっと前に出た。さっきと同じだ。止めないといけないのに体が動かない。そのまま水際まで歩いていく。そしてまた覗き込んだ。肩が揺れる。同じ反応だった。見てる。今度ははっきりと聞こえた。その声を聞いた瞬間、もう一人と目が合った。言葉なんていらなかった。次の瞬間、二人同時に動いた。前にいる奴の背中を押したんだ。俺たちに迷いはなかった。押された体はそのまま前に崩れ、水の中へと消えた。また同じだった。水面が少し揺れて、すぐに静かになる。何も残らない。声も、気配も、全部消える。白い影だけがそこでゆっくりと動いている。気づけば二人になっていた。さっきまで4人だったのに、もう半分だ。それでもまだ安心はできない。むしろ、ここからが本番だと分かっていた。隣にいる奴も同じことを考えている。次はどっちだ。そういう空気がはっきりと伝わってくる。その時そいつが急に笑った。小さく乾いた笑いだった。やっぱりそうなるよな。そう言った。その言葉の意味を理解する前に体が勝手に動いた。
先に動いた方が助かる。その考えしかなかった。俺はそいつの腕を掴んだ。そいつも同じだった。お互いに掴み合う。お互いに掴み合って引きずり合う。足場は悪く、少しでもバランスを崩せば終わる。そのままもつれ合いながら水際まで近づいていく。どっちかが落ちる。それだけの状態だった。その時足元が滑った。どちらが先だったのかわからない。一瞬の崩れでそいつの体が前に傾いた。俺はそのまま手を離した。そしてそいつはそのまま水の中へと落ちた。音もなく消える。そして白い影がすぐ下で動いた。そして完全にいなくなった。残ったのは俺一人だけだった。一人になった瞬間、さっきまでの緊張が一気に抜けた。膝から力が抜けてその場にへたり込む。助かった。その言葉が頭に浮かんだ。あの話の通りならもう大丈夫なはずだ。先に差し出せば助かる。その条件は満たしている。だからここから離れれば終わる。そう思った。だが足は動かなかった。さっきとは違う理由だった。引き止められている。目に見えない何かに意識ごと引っ張られている感覚がある。視線が勝手に滝壺へと向く。見てはいけないのに目が外れなかった。水面は相変わらず静かで何も変わっていないように見える。だがその奥に何かがいる。わかる。そこの見えない暗さの中で白いものがゆっくりと動いている。さっきまでと同じようにこちらへと上がってくる。長い体が形を作りながら浮かび上がった。白い竜だった。だが今度は水の中ではない。水面のすぐ下で止まっている。顔の位置がはっきりとわかり、その視線がまっすぐこちらに向いていた。逃げないといけないのに体は動かなかった。そしてそのまま頭の中に声が響いた。よくやった。低く静かな声だった。耳からではない。直接頭の中に入ってくる。助かったと思ったか。次の言葉で理解した。あれは選ばせていただけだった。差し出すかどうか、裏切るかどうか。竜は全部見ていた。そしてその結果で誰を最後にするのかを決めていた。そしてその瞬間、俺の足が前に出る。自分の意志ではない。体が勝手に動くんだ。一歩水に近づく。止めようとしても止まらない。もう一歩。水面がすぐ目の前にある。やめろ。そう言いたいのに声に出せなかった。体だけが前に進む。そしてそのまま足が水に入った。不思議と冷たさは感じない。ただ惹かれている。ゆっくりと下に。そして最後に見えたのは水面に浮かぶ自分の顔だった。次の瞬間、その顔が崩れた。泡になって弾けるように。後には何も残らなかった。水面はまた静かに戻り、最初から誰もいなかったみたいに、ただの滝壺に戻っていた。あそこには近づくな。差し出しても意味はない。最後に残ったやつが一番奥まで連れて行かれるんだ。樹海に入ったのはほんの興味本位だった。ネットではよく樹海を探索したという動画が流れていて、テントやロープ、置き去りの荷物を見つけた
という話も珍しくなかった。そんなもの本当にあるのかと、友人と二人で確かめてみようという軽い気持ちだった。入り口の駐車場から少し歩くだけで森の空気は急に変わる。木が密集しているせいか光が入りにくく、昼間なのに全体が薄暗かった。足元は溶岩が固まったゴツゴツした地面で歩きにくく、普通の森とはまるで雰囲気が違った。最初のうちはただの森だと思っていた。ところが奥へ進むにつれて、明らかに人の痕跡が増えていく。木の枝には色の褪せたロープが結ばれていて、地面には空き缶やコンビニ袋が落ちている。誰かが迷わないように目印として結んだロープで、ここを歩いた人が確実にいるという証拠だった。友人はそのロープを見ながら、思ったよりも多いな、と小さくつぶやき、俺も同じことを考えていたので、冗談を言う余裕もなくそのまま奥へと進むことになった。さらに歩くと、木の根元に古いブルーシートが丸めて置かれているのが見え、その横にはカップ麺の容器や水のペットボトルが残されていて、まるで誰かがここでしばらく過ごしていたかのような跡が残っていた。その光景を見たとき、最初に感じていた探検のような気分はすっかりと消えていた。俺も友人も無意識に声を潜めながら歩くようになっていた。その時だった。前を歩いていた友人が突然足を止める。友人は何も言わず、ゆっくりと上を指した。俺はその指の先を見て、しばらく何を見ているのか理解ができなかった。だが目が慣れてくると、枝の間から黒い影のようなものがぶら下がっているのが見え、それが人の形だと分かった瞬間、背中の奥が一気に冷たくなった。枝の間からぶら下がっている影はどう見ても人だった。風がほとんど吹いていない森の中で、その体だけがゆっくりと揺れている。最初は信じたくなくて、ただの服か何かだと思おうとしたが、足の形や腕の垂れ方がはっきり見えた瞬間、それが人間だと理解してしまった。俺も友人も声が出なかった。冗談を言う余裕なんて全くなく、ただその場に立ち尽くしてしまう。よく見ると、その人の首にはロープがかかっていて、木の太い枝からぶら下がっている。顔は下を向いていて見えないが、体は力が抜けたようにだらりと垂れ下がっている。友人が小さく、やばいな、とつぶやいた。その声でようやく我に返り、このままここにいるのはまずいと思った俺は、早く離れよう、と言ってその場から歩き出した。走るほどの勇気もなく、かといってゆっくり歩く余裕もなく、二人とも無言のまま森の中を進んでいく。その時後ろから小さな音が聞こえてきた。カサッと落ち葉を踏むような音だった。俺は思わず振り返る。だがそこにはさっき通ってきた暗い森が広がっているだけで人の姿は見えなかった。俺は気のせいだろうと思って前に向き直ると、また同じ音が聞こえてきた。今度は友人も気づいたらしく、二人同時に足を止める。森の中は静まり返っていて、遠くの鳥の声だけが聞こえてくる。それなのに、確かに誰かが歩くような音がする。俺たちが歩くと、その音も動く。俺たちが止まると、その音も止まる。友人が小声で言った。なあ、誰かいるよな。俺は返事をせず、ゆっくりと後ろを見た。遠くの木の間に白っぽいものが立っているのが見える。最初は木の幹かと思った。だがそれはさっき見た人の形と同じだった。枝からぶら下がっていたはずの人が、今は木の間に立ってこちらを見ているように見えた瞬間、背中の奥に嫌な汗が一気に広がった。
その人影を見た瞬間、友人が小さく声を漏らす。俺も同じものを見ていたので、間違いではないとすぐに分かった。枝からぶら下がっていたはずの人が、少し離れた木の間に立っている。暗くて顔までは見えないが、体の形ははっきりと人だった。俺たちはしばらくその場から動けなかった。目を離した瞬間に何かが起きそうな気がして、ただじっとその方向を見てしまう。しかし、その人影は動かなかった。森の中に静かに立っているだけ。このまま見ていても仕方がないと思い、俺は友人に小さく、行こうぜと言って歩き出した。すると友人も黙ってついてくる。だが数歩進んだところで、足元の岩に引っかかり、そのまま体が大きく前に倒れた。樹海の地面は溶岩が固まったままのような形で、鋭い岩がいくつも突き出ている。そこに足を強くぶつけた瞬間、鈍い痛みが足全体に広がり、思わず声が出た。立ち上がろうとするが、足に力が入らない。友人が慌てて肩をつかみ、大丈夫かと声をかけてくる。俺は何とか立ち上がったが、まともに歩ける状態ではなく、体重をかけるたびに足に強い痛みが走った。こんな状態で森の奥にいたら危ないと思い、とにかく外へ向かおうと二人でゆっくりと進むことになった。しばらく歩くと小さな石碑のようなものが見えてくる。近づいてみると、それは樹海で亡くなった人のために建てられた慰霊碑だった。こういう場所に来た人が、せめて手を合わせて帰るようにという意味で建てられたものらしく、石の前には小さな花や線香の跡が残っていた。俺と友人はなんとなくその前で立ち止まり、特に言葉を交わすこともなく、ただ静かに手を合わせた。その瞬間だった。さっきまで背中の奥で感じていた、誰かに見られているというような感覚がスーッと消えたような気がした。慰霊碑の前で手を合わせてからしばらくその場に立っていたが、さっきまで感じていた嫌な気配のようなものが嘘のように消えていた。森の空気は相変わらず重いままだったが、少なくとも背中を見られているような感覚はなくなっていた。俺と友人は顔を見合わせ、とにかく外へ出ようということになり、痛む足をかばいながらゆっくりと森の中を進んだ。帰り道は思ったよりも長く感じたが、やがて木の隙間から明るい光が見え、ようやく駐車場の近くまで戻ることができた。車に乗り込んだ瞬間、二人とも同時に大きく息を吐き、ようやく外に出られたという安心感でしばらく言葉が出なかった。その日はそのまま帰宅し、足の痛みはあったものの、特にそれ以上のことは起きなかった。だが数日後、俺は樹海で撮影した動画をパソコンで確認していた。首吊りを見つけた場面はやはり強烈で、画面を見ているだけであの日の空気を思い出してしまう。あの後慌てて森を離れたので、映像はかなり揺れていた。だが途中で妙なものに気づく。逃げているように森の中を歩いている俺たちの後ろを誰かが歩いているんだ。最初は木の影かと思ったが、よく見ると人の形をしている。木の間からゆっくりと出てきて、一定の距離を保ちながらずっとこちらについてきていた。その姿は最初に見た首吊りの男にそっくりだった。俺は気味が悪くなってそこで動画を止めようとした時だった。部屋の奥から小さな音が聞こえてくる。コツッと床を踏むような音だった。振り返っても部屋には誰もいない。気のせいだと思いながらもう一度画面を見る。すると動画の最後、樹海の出口に近づいた場面でカメラが大きく揺れた瞬間、男の顔がはっきりと映っていた。その顔はこちらをじっと見たまま、ゆっくりと前に歩き出している。
そこでようやく気づいた。動画の再生時間はもうとっくに終わっているはずだ。なのに画面の時間表示だけがまだ動き続けていた。そしてその瞬間、背後でまた同じ音がした。コツッと誰かが床を踏む音が今度ははっきりと聞こえた。俺はゆっくりと振り返った。だが何もいない。部屋の中はさっきと同じままだった。だが違和感に気づいた。玄関のドアが少しだけ開いていたんだ。確かに閉めたはずなのに隙間ができていたんだ。その隙間の向こう、暗い廊下の奥に何かが立っている。目を凝らす。それは人の形をしていた。それは動かない。ただこちらを見ている。その瞬間パソコンの画面から音がした。カツッ、カツッと足音。画面を見るとさっき止めたはずの動画が再生されていて、あの男がカメラのすぐ前まで近づいていた。そして画面越しにゆっくりと顔を上げる。その顔はさっきまでとは違っていた。口が開いている。何かを言おうとしてるんだ。音は出ていないのに、はっきりと分かった。見つけた。その瞬間、背後の気配が一歩近づいた。